こんにちは。こんにちは。私たちは中古のハイエースを購入して2ヶ月半かけてキャンピングカーに DIY してきました。今回はその DIY の工程を全部一気に公開をして、最後にこのキャンピングカーを作るのにかかった費用を大公開していきたいと思います。この費用公開については車体費用だったりとか、はい、細かい内訳を出しながら総額いくらだったのか発表しますので、ぜひ最後までお楽しみください。それではどうぞ。今回はハイエースを運転席から荷台まで全て解体していきます。その際に使用する工具と資材はこちらです。本日はよろしくお願いします。やっていきます。お願いします。お、取れた。結構簡単に取れるね。ね、はい、右。はい、ありがとう。ここは取れるのかな、自分たちで。これ取れると思う。あと内張り剥がしがあればいけるけど、でも取れた。簡単に引っ張れば。じゃあ私もやっていくわ。おお、結構汚いね。草。32時間ずっと靴履きっぱなしやった時みたいこの床また使うんやんな。使う。初の内張り剥がし。あ、こんな感じなんや。結構簡単？簡単。力入れたら取れる。虫みたい。飛んできそうで怖い。わかる。お、いい感じ。気持ちいいな。そこ取るの不安。ね。こういうのマジで不安やな。ね。おう、そんな感じになってる。でも意外とちゃんとパーツ分けとけば。まああ、なるほど。すごい。車って感じ。ね。じゃあ天井。あ、そんな感じになってるんや。結構楽に取れるね。へえ。わ、すごっ。よしよし。外していい？あ、そっか、電気配線がついてて。これ結構外しにくいね。あ、そうなんや。でもここがつまめばすぐ取れるわ。あ、そこつまむ。それなんやろな。ね。すげえな。ね。慣れてるよ。これで前かと。はい。まだ全然。ここ取らなあかんね。あ、そっか。あ、でも前のやつ全部取らなあかんのか。あ、そこにネジついてるんや。でもここがくっついてるんだ。あー、なるほど。お、すごい取れた。なくさないよ。ほんまやな。ここも。
いしょ。おお、取れた。あ、そうか。これが硬いよな。これむずいよな。よいしょ。ここ結構難しくて、で硬い。へえ、裾も取れるんや。うんみたいよ。思いっきりここら辺に多分留め具がついてて、ほらこれがついてるから、これを外さないことにはね取れないんや。取れない取れない。あ、大丈夫、オッケーオッケー。おお。よし。でこれを取る。へえ、そんなところにあったんや。よいしょ。多分これも取った方がいいだろ先に？う。先に取った方が取れやすいと思う。ああ。多分無理やり引っ張れば取れるかもしれないけど。そっか。取まあ、もともと取る予定やったから。りましょう。はーい。全部外していきます。ここから後戻りできなくなるから。ほんまに。よいしょ。助手席のここのネジが深くて取れなかったんやけどな。そモビラボの師匠が教えてくれた裏技で。う。これ合わせて。これで。ね、テコの原理って言ってた。いけてる。あ、いけたわ。いけた？いけた。お、取れた。なんとか。あと1個。あと1個。大変やったな。ねお、取れた。え、なんとか。よかったね。でこれ剥がしてってであとこのネジ取って同じよすげえ。うにあ結構大変やったね外すの。おお。あ、助手席の方は繋がってないんやな。ああごっついね。メーカー命を守る器具ですから。ああよし。あ、内張りがついてるんやここ。なるほどね。謎は解けた。は長いこと格闘したり格闘してい。この内張りがめっちゃきつく入ってるな。ねえ、ここ。これ外さなかったらさ天井外れなかったよね。ね、確かに。でももう取れてくるんじゃないですか。お、ほんまや。あ、ここもや。
お、取れた。結構簡単に取れたね。うん、今回は。よし、取れた。あ、お疲れ。お、開くんやそこ。これがメインバッテリーや。へえ、すごい。これどうなってんの？これ多分これ外さなあかんね。めっちゃやばい、めんどくさいね。めんどくさ。まあやりましょう。お、いった。お疲れした。やっと来た。ここが一番大変やったかもね。なかったな。ね。やっぱ上見たらここ多分あえてネジが入ってんちゃうかな。ね。あるわ、ある？ネジ。このネジ取ったら取れる。やっといける。よかった、力技でいかなくて。結構言ってたけどな、ね私。わ、ベッタベッタ。うわ、すごいね。ね。その黒い液体じゃないとあかんかったんかな。ね取れました。お、それをなんかな。それを慎重に。よし、取れた。内張りが入ってるところがあるから。おう。で、ここ配線があるから無理に引っ張らないように。あ、ここか、繋がってるんだね。オッケー。結構大変やったな。ここ大変ね。ね。やっぱ内張り結構硬いよね。はい。めちゃくちゃ硬いけど、ここの爪があるんだけど、こっち側に、押しにくいんだけど、ここを押しながら左側、こっち側はは。に引くとめっちゃ硬すぎて指痛い。やばいな、ここ。なんでこういう秘密兵器を。おお、取れた。取れた。よかマジったね。でこれ大変。大変やな。うんなんかそういう取れる機会があるって知らんかったら、多分ずっとね取られへんかったよな。全部剥がし終わったんじゃない？今回はハイエースの主に基礎となる錆止め、デッドニング、断熱の作業をしていきます。今回使用する資材はこちらです。
私たちが使用している資材は概要欄に記載しておきますので、ぜひ参考にされてください。じゃあ本日もよろしくお願いします。あんま錆がなくてよかったね。よかったね。なんか比較的に綺麗だな、車体。うん。おお、すごい。なんかある程度でいいみたい。その神経質にならなくていいのかな。綺麗に撮れるね。いいね。買っといてよかったね。ね、よかったよ。こういうなかなか取れないのあるんだけど、もうここはこのパーツクリーナーかければ、うわ、ほんまや。そうだけど、すごいね、パーツクリーナーって。いやあった方がいいよこれ。ねえ、便利。家のシール剥がしも使えるしな、ね余っても。ほら。綺麗になった。わ、すごいね。ね。雑巾かけたらめっちゃ綺麗になりそうやねうん、楽しみや。よいしょ。どんな感じで取れるの？あ、でもやっぱサビはサビやけど、その他の部分が綺麗になってきてる感じはするね。まあまあぼちぼちやっていきましょう。結構雑巾汚れる？あ、汚れるね。めっちゃ綺麗になった。かなり汚かったよね、ここらへん。ここなんか茶色い汁こぼれてたからさ、やっぱ拭き掃除が一番いい。気持ちいいね。気持ちいい。どんどん愛着湧いてくるね。早っね、でもやっぱりこうやって一から自分たちでね作るのってやっぱり全然違うよね。ね。なんかめっちゃ綺麗になったような気がする。ね。ね。だいぶ綺麗になったと思うよ。ね、なんかシールを貼りやすいようにパーツクリーナーしたけど、んパーツクリーナーの手によって綺麗になった気がする。なんか光沢が出たよ。わかるわかる。ね。めっちゃ慣れた手つきやん。流してください。ありがとう。わ、すごい。わ、すごい匂い。すごい色。これでもサビが止まればいいけどな。うん。まあそのための液体やから止まるんやろうけどな。この赤サビが黒サビになってうんうん。ね、穴ぼこが開くのが抑えられるからね。うんうん。だってもうここがね穴開いちゃったらもう分かれへんもんな、完成してからだと。長さが34、幅が13かな。23ぐらい。はい、やった。疲れた。結構な重労働だったわ。ねえ、肩が。買ってきましょう。重いねこれ。ね。
なんかすごいウイルスみたいになったけど、これが普通なの？そうそうそう。へー赤カビから黒カビに変化させて、なるほど、ん伸縮を抑えるわけですね。まあ、この上にね断熱コート塗るから、うんうんうん、はい、見えなくはなるの、うん。すごいね。うんこれで天井の空洞を埋めていくわけですね。あ、開いた。超大変。今までで一番大変やったかもしれない、ね無事開きました。これ使い切りやね。ほんまやな。すごいね、生クリームみたい。結構硬いよね。硬い。なんかもっとあれかなと思った、サラサラしてんかと思ったらほんまにクリームみたい。ね。うん。こんな感じでいいかな。うん。いいと思う。結局これ3度塗りまでするからね。そうやんな。うん。1回目は全然薄くて。あ、いい感じ。これすごいね。ああ、なるほどね。そう、気づいた時。そっち側に止まそうってるんや。そうそうそう、蛇口また復活。めっちゃ便利ちゃう。いいね。うん、さすがゆうたくんが見つけてくれたやつ。いい買い物やな。130。 130。うん。25。はい、130と25。
時間かかるなこれ。ねえ。いやでもこれで終わったね。あーほんまやな。次のステップやな。いや次のステップ。今回は床の段差解消、基礎の木枠作り、床の断熱強化、板張りをしていきます。今回私たちが使う資材と工具はこちらです。資材については概要欄に記載しておきますので、ぜひ参考にされてください。本日もよろしくお願いします。4センチかな。40ミリの遠ミリ、厚さが遠ミリ、厚さが遠ミリです。厚さ遠ミリの幅40、広いところもある。広いところもあるんです。なので、多分広いものを買って、ぴったり。すごいね。感動。ありがとうございます。本当すいません。はまった？はまったこの感じかな。いいね。もうすぐや。来た。お疲れ様。これぐらい埋めたらいけるよな。うん、多分。ね。めちゃくちゃ埋めたけどね。それ薄めんでいいやつ？薄めなくていいし、もし薄めたい場合水で薄める。水でいいんや。成分調整牛乳みたいな。匂いは全然そんなことないけど。あ、そうなん。いい感じ。いい感じ。いいや両面テープでいいんやったらここ。そこ両面テープで留めていく。これぐらいの感覚でいいかな。いいんじゃないかな。全部貼るとね、足りなくなっちゃうし。ね。両面テープもお高いから。真ん中貼った方がいいかも。あ、でもすごい。ほら。あ、いい感じ？風力めっちゃ。お、いいやんいいやん。いい。こんな感じで。貼っていきますか。全部。全然違うね。全然違う。段差解消されるだけで結構フラット。135。はい。 154。はい。
お、ちょうどちょうどぴったり。いい感じ。やったね。うんあ、やったねいいいいいい。すごいすごい。なんか形になったね。 39。 3本やな。うん、39、3本。ちょっと形になってきてる。ね。すごいね。いいやんいいやん。おお、いいやん。めちゃくちゃいいやん。綺麗だった、めっちゃ。綺麗綺麗ね。よし、オッケー。うん、ありがとう。お疲れ。いっぱい見た。うん。ありがとう。よし、オッケー。乾かそう。オッケー。だいぶふみふみしてうん。表面テープでいい感じ。いいやん。いいやんいいやん。ガチガチありがとうでいいね。うん。横30センチ、 30。縦が58。 58。おやすみ。ここも開きます。うん。はい。まあまあ。でも痩せれば。座ってください。すいません。ありがとうございます。ごめんなさい。ありがとうございます。へー上からかぶせて。すいません、ありがとうございありがます。とうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今、僕の方が低減される。
いい感じかも。よいしょ。あ、いいやんいいやん。硬い。結構硬いね。ね、しっか穴り硬い。ぼこがいいねなくなった。果たして。お、すごくない？うん結構いいんじゃない？いい感じいい感じ。ちょっと微調整必要だけど、でもいい感じよ。いい感じだ。いいやん。幸先良すぎ。うん。オッケー。いいね。上手。この穴をはい測りたい時もこっち側で逆にこうあやるとなるほど。なるほど。まあ、大体 39.5 で開ければこんななるほど。すごい。感じで、もしも大きめに開けたかったら45とかでもいいんですけど、ただあれと工具が入れば、あ、そっか、でも蓋どうします？蓋をなんか上からポンってかぶせればいいのかなっていうのは思っていて、あの穴と一緒だったら、もうそうそうそう、入るのかなと木にこれをはい。当てるなら40にしとけば、歌と違うのは強さで選べるんだけど、こうやって全部押してくるんですよ。ちょっとこう熱くなるんですよ。気をつけます。でこれを結構開けといて。ここも行ってます？あ、そうです。これでもすごい。すごい。できます。綺麗。ありがとうございます。よかったね。めっちゃいい感じ。ね、よかった。ね。果たしてお、ちゃんとぴったりやん。いいや。やったーよかったね。ね。床になった。やったね。やったー。やっと来たね、ここまで。うん。長かったな。長かった。あと落ち着けてやな。うん。落ち着けて。ややった。っぱここあった方がいいかな。絶対にそれぐらいの段差は玄関は必要なんじゃないかな。家具を置くこと考えてここぐらいうん切って。すごくいい感じ。いや。
あ、いいねいいね。でここら辺こうやって入れられとけば。ここになんかボックス作りたいよな。こことここにも板張りたいしな。ねうんうん。最後です。床完成。お疲れ様。あとフローリングシートだけど、それは最後かな。そうだね。で天井して壁して家具を置く前。うん。じゃあ一旦床をこれ見てはい。完成というところで。すげえよ。今回は天井にレザーを貼りやすくする下準備、天井部分のレザー張り、クーラー吹き出し口の塗装、フロントガラス横部分のレザー張り、シートベルト部分の塗装の作業をしていきます。今回の作業で私たちが使う資材と工具はこちらです。資材については概要欄にも記載しておきますので、ぜひ参考にされてください。今回から天井に入っていきます。よろしくお願いします。ついに運転席助手席の天井部分、はい、これね、どうしようか迷うけど、うん、まずはレザー貼れるようそうだねにしていきましょうか。うんでこれ実はね何層かになっててね、そうそうこっち側の上のモケモケを外さないとんレザーが貼れないから、これはいモケモケを一生懸命剥がしてってこっちがね何層かなってる、こっちが外すとえらいことになるから。いや、そうそうそう、一番上の薄皮だけねめくっていくか。はい。地味やけどね。職人や。肩外れそう。やばいよな。私全然進まへん。もうすぐ。よいしょー。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。めっちゃしんどかったわ。素晴らし綺麗。い。ね。よし、やすろう。はい、そろ。これも外したわ。これで外れるかな。うん、お、お、簡単に。外れた。これも色塗るんだよな。うここはちょっと無理やな。ん。ね、これ内張り剥がしとかで外れるらしいんだけど、うん。めちゃくちゃ強力に固定されてるし、 8個あるからな。ちょっと怖いの。これ全部使う感じやん。どこで分けようね。どうだろうね、ここら辺、うん。ここはもう装置かぶせるやん、だから極力切れ目がはいはい。ないように。見えづら多分一枚張りは結構むずいと思う。い。ね、無理やと思う。じゃあここに合わせたらだって折り込めるもんね。折り込める。うん。じゃあそこが一番安定しそう。ここ、うん。そこぐらいじゃない。ここぐらいで一回切る。うんうん。42。 42だね、ぐらいでやれば。はい。はい。
そっち行けそう？うん、結構外していい？うん。お願いします。おお。いいですね。おお、素晴らしい。うん。で今度、うん。多分このラインに沿って養生してうん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 。塗っていこう。ペンキだね。ついにペンキ。はい。いい感じに白いといいよね。うん。うわ、綺麗。あー、綺麗。綺麗だね。はい、じゃあこれで塗っていきます。はい、お願いします。はい。緊張するわ。こういう細かい作業はね、しかも取り返しつかないからね。そう。でもこう見た感じベージュと白可愛いじゃん。うん。ね。二度塗りしていきます。三度塗りしていくね。お願いします。四度塗りです。どうだろうね。ね。一回削った方が良かったかもしれないね。ね。五度塗りいきますか。削って。ちょっと見えるところやからな、一そうや番。な。ちょっと試しにじゃあ、うんこれ乾いたら削ってやってみようか。うん。5度目までいくか。ちっちゃいパーツでよかった。ね。ちょっとなんかあれやな、この辺綺麗に整えてあげる必要がある。うん。そうだね、少しそこを剥いでね。あげたら。うん。やっぱベージュに白って可愛いな。この間ね、天井のレザーを無事貼り付けたんですが、ちょっとね、ここ境目ができちゃったんですよ。なので、この境目をどうにか生かすべく茶色いレザー買います。はい。なので、よいしょ、ここにこの茶色いレザーのラインを入れて、はい。ちょっとおしゃれな感じに仕上げていきたいなと思っています。イメージはね、後ろにあるこのサニーのね。そうそうそう、これをイメージしてね。参考にさせていただきます。はい。なので、いや、いい感じのおしゃれになるんじゃないかと思な。うねんけどな、なんか差し色でいいような。ん。なので、ちょっと私はこれを仕上げていきたいと思います。どうでしょうか。いい、いい、すごくいいよ。いいんちゃいますうん。か。マジでサニーになったね。ほんまや。そう、つなぎ目も分かりにくくなったし、ねここな実は色塗った時にモケモケしちゃったんやけど、布貼ることによって綺麗になりました。ここもな、ちょっと切れちゃってて、
かっこ悪かったんやけどこんな感じで。はい。いいんじゃないですか。いや、いい素晴らしいよ。時間かかったここ。いやーマジでこれ結構大変やったな。ねえ、超こだわりポイントかもしれん。楽しみやつけるの。ちょうどいいんで軍手をうん。当ててって言って飛ぶかもしれないからね気をつけてな。気をつけてな。うわ、すごっ。あとちょっと。変形してる。うん。お、肩戻れた。肩も取れた。うん、取れた。ありがとう。いいえ。あと3つ。ここがね、ちょっと切り抜いていかなければ、電気とかつけれないんでね、ここもちょっと必要なとこ切っていきます。で、ここネジ入れないといけないとこあるよね。ドリルで開けていきます。お願いします。余裕や。ネジ入れるだけやからそんな時間ないよね。じゃあこれ戻していこうか。うんこれね、うんつけるときのネジの位置気をつけなきゃいけないよね。そうそうもともと車体についてるネジでな、内側の上のところやね。はい。こっち側やね。うんうんよいしょ。じゃあこんな感じで。はまりそう。うん。大丈夫大丈夫。よし、じゃあ取り付けていきましょう。ついにこれ入れるときにね、うんここのゴムの部分に少し布が入る、端が入る感じになって、ちょうどね、きっとこのねタッカーの部分隠れるようになるからね。こっち側うん、ちも。ょっと外しといてうん入れましょう。はーい。まあこれね、取り外した時と逆の順番でいけないだけだから。よね、ちゃんと動画見て学んだからな、自分たちの。いしょ。これ先入れ込んじゃうわ。お、こっちいい感じ。お、いい感じ。お、ようわ、ちょうど隠れた。ちょうど隠れたやったかった。いいやん。ー。いいね。お、ここもいい感じ。よいほんとやしょ。これコードね、戻さない。ー。あ、こうだったんや、忘れてた。あ、カチッ。よし。ありがとう。よいしょ。あ、よかった。いやー、布の厚みが出てるからさ、うんうん。ちょっと心配やったけど。ね。お、やったー。いいやん。いい感じ。いい感じ。嬉しい。よっしゃオッケー。よし。ー。カチッとつく？お、ついたついた。ついたよかった。よかったバッテリー上がってないってことだね。およー、いいですね。いいですねやったー、ありがとう。じゃあ最後にはい網戸を閉めます。オッケはまりました。ー。いいね。いいやん。DIY 感。引きで見てみようん。いいやん。オリジナル感出てるやん。これ天井の板張りとかし始めたら結構いいんちゃう？う。ね。嬉しい。
じゃあこの天井も終わったしね、はい。次はうん。うんうん。この横の部分でシートベルトがあった部分、これを色変えていきたいんやけれども、ここの色がね悩みどころで、そうやな。まあ、同じ布を貼るにしても結構シートベルトが擦れたりして、そうだね。布もうす剥がれちゃっでに結たり、構傷ついてるからな。そうそうそう。で塗料を塗ったとしても同じように剥がれてくるんじゃないかなと思うから、ここはまずやすってうん。スプレーで黒、はい。ボディの部分っていうのは横の部分はもう黒にしましょう。はい。であと前の部分でやらなきゃいけないところ、ここそうね。この天井のここかな、よいしょ。この部分はい。はこれは布でいきましょう。はい。でこの茶色の布、うん。合わせてね。取っ手のところはまあここら辺のねちょっと差し色っていうのかわかんないけどグレーのまんまやからこれはグレーにしときましょう。はい。で前のここら辺は、まあ、今後カスタムパーツでウッド調にしていくって感じかな。はい。そうしましょう。楽しみやな、どんな感じになるんか。ねうん。じゃあやりましょう。はい。じゃあこの部分は布で、ちょっと多めに切ろうか。そうね。前カツカツになっちゃったもんね。ここで切って、はいあとここで切る感じではーい。切りましょう。これはちょっと簡単そうやな。いやそうやな、これ乗り越えたからねいや、もうそれ。じゃあ綺麗めっちゃ。こんな感じ。はい。いいですね。色はねうん。折りたたんで、はい、糊でつけました。で、こういう留め具とかはこう差し込むようにしました。はい、あとここ穴開けてって感じだね。いいやん、すげえ綺麗にできた。すごい綺麗ね。よかったな。うん賜物やな、今までの。ねじゃあついにつけます。はい。どんな感じになるやろう。ねえ。おー、いった。うん、よいしょ。どう？いい。すごくいいよ。いい？うん。かわいい。よし、取ってね。何もやってないんだけど、ちょっとどんな感じになるか。どう？うん、すごいいい感じ。いい感じ？うん。まあそこをね、どうするかやんな。そうだね取っ手が。カスタムパーツでいじるかだね。そうだね。うまあ全体を見て。そうだね。はい、はい決めましょう。そしたらここ黒く塗ったのでつけていきます。はい。よし。オッケオッケー。いい感じです。ー。はい。お、いった。あなた合ってる？後ろの穴？この穴。あ、合ってる合ってる。合ってる？ちょっと上かも。うん。よし。無事つきました。いいじゃない。いいね。黒にしてよかったな。ねえここうん。これ助手席はね、一旦ここ外さないと。そうなんですよ。いけない懐かしいな。ねよし。こいつ結構重いんだよね。ね。よいしょ。よし。入った？いった。
かった。おう、いいじゃないですか。いい感じ。ね。うん、いいやんいいやん。今回は天井の板張り作業をしていきます。はめ板の切り方を工夫してクッションレザーを貼ることですごく綺麗な天井に仕上がったので、天井張りはかなり見どころです。今回使用した資材と工具はこちらです。私たちが使用している資材は概要欄に記載しておきますので、ぜひ参考にされてください。よろしくお願いします。天井の基礎の板をここのくぼみに合わせてちょうどいい長さにして切るように。もうちょっと長いぐらいかな。そうだね。少し短いから長めに切って切りましょう。はーい。お、ぴったりや。ぴったり。これでうんうん。打ち付けてはいはい。こうやって屋根を作っていくわけですそうよ。だね。屋根ができるとだいぶ変わるよね。ね頑張ろ頑張ろう。うん。ついに。う。はい。すごい。よし。入った。入った。すごいね。うん。どれぐらい止めていくん？ 1、2、3、4かな。あと4箇所。はいで計5箇所。うんうん。すごいすごい。よし。お疲れ様。いい感じ。じゃあ天井のイメージつけますか。そうしよこの前のここにどうやってかぶせるか、どのぐらいかぶせるかだよう。ね。確かに。こんな感ほう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 。じ。どう？あ、いい感じいい感じ。で多分ここまでかぶせればうん。ホチキスじゃなくてあなんだそうやねんホチキスカッターのうんここも消えるから。じゃあそれぐらいでやっていこう。はい。じゃあで電気をどこにつけるかやんな。電気はうん。多分ここ、うんここの間、はいはい。ここの間、真ん中、でここ、一番後ろ。うん、そうね後。ろ真ん中でここうん。に入れたら結構明るくなるんちゃうかな。なんか均等やんな、そこが一番。どう？うん。じゃあそこで印入れてう穴開けましょう。ん。はい。サイズを。ようん。いしょ。55。うん。うん。じゃあそれぐらいのホルソーを探してくるか、刃を。こんな感じだな、こんな感じ。電気。うん。頑張りましょう。こんなイメージで。はーい。おーいいやん。オッケー。どんな感じか見てみよう。ういいいい。すごくいい。イメージこんな感じ。うん。ぽいぽい。ぽい。めっちゃいい。いい。テンション上がる。だいぶイメージついた。テンション上がる。
らしいわ。ね。例えば打ってないと分かりにくいです。もう一つがあこれごめんなさい。これもめっちゃ苦手分野。この赤いやつにって、はい、引っ張ると向いてくれるんですよ。でこうやってあ、なるほど皮だけ。取れます。後ろにもねライトをつけたいとここにね、思います。こんな感じでね。はい。なんで配線通します。はい。この魔法の道具を使って、はい。これに貼り付けてね、うんうん。通していきます。通していきましょう。あお、すごーい。取れた。なんかの配線だ。ああいい感じですね。同じようにこっちがね。あ、こっちも外しちゃうんや。とあとはもう通すだけです。外れた、外れた。まあなんか油っぽいやつ。でそんな残らないタイプです、シリコン。うんうんうん。これをちょっと入れといてあげるんですよ。でもっと本当はまあ短くていいです。うんうんうん。距離が短いんで。はい。ああ、そのブルーの管が。こうやってやってもいいし、はい。あこれ切ってもいいんで。後で切ってみて。わかりました一回やってみて。ちょっと一回やってみます。ありがとうございあます。りがとうございます。無理やりいくとまあゴムそんな簡単には破れないです。はい。ギリギリとかやると破れる。あ、滑りやすいでしょ。めちゃくちゃ滑りますね。すごーい。いけるか。あ、来ました。やったー。絶対抜けると思う。危ね危ねー。嬉しいな。あねえ、こんなん絶対無理やったよ。教えてもらう。よし。おお。お、いたいた。この配線とはい。ライトの配線と同じぐらいまで伸ばして。うんうん。プラスだけ。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。分岐ができちゃう。うわ、ほんまや。ここに1本ずつ刺していくと最終的に1本になるっていうすごーい。状態です。ありがとうございありがとうございま。ますす。ここだけなんか配線黒になってるんでややこしいですけど。本当ですね。はい、今ちょうどこのサブバッテリーにつながる本線に対しての分岐ができました。はいこれはもうモビラボの幻想のプロの向田さんがやってくださいました。こんな感じで1本に対して全部つながってるんで、うんこれを次はしっかりと内側に直して綺麗にすると完璧です。ちなみにこれがサブバッテリーからつながってる本線で、こんな感じで2股に分かれて、さらに4股に分かれてっていう感じで天井と後ろのリアのライトにつながっています。はい。はい、天井の板張り入る前に、ここね、ここはい、ちょうど板が張れないところ、うんどうしようかっていう話があってね、もともとのボディが結構傷ついてたから、うんもうここ断熱コート塗ってしまって、はいその上に布をかぶせるか何かしようかって話してたんだけどね、布の中にスポンジを入れて、はい、でここに糊でくっつけて、ここの縁のゴムにかぶせるのとこの木枠に打ち付けてしまうはい、っていうので固定して、いい感じにやっていきたいと思います。ここを作っていきたいと思います、まあ、ちょっとここに巻き込む想定だから、うんうん少し長めにとって28はい、で折りたたむもんね布、そうねだから28の掛け2、うんうんうん。 56センチの布を作ってって感じかな。はい、スポンジは何センチですでスポンジが結局ここの幅やんな、うんって考えると23。うん。うん。ちょっとここのカーブがね、シャってなるから、ここではい。切っちゃいます。切ってイメージなんやけど、んちょっと布の色が違うんですが、このスポンジをこう包み込んで、はい。でこれをこうかぶせるようにするとこんな感じでああ、綺麗綺麗。綺麗になりますので、ははいい、ちょっとこんな感じでこの色でこれを作っていきます。
普通のまっすぐで斜めに切る分にはこれを倒すだけで、はい、こっちを長くして後ろをこう短くするで、今から天井をついに作っていきましょう。はい。で、今ねこれ仮に1本真ん中に入れてるんですけれども、これなんで入れてるかって言ったら全部の天井の長さを決めていくために、まず一旦仮で打ってます、こういう木材を使って、向こうにも板をはめて、長さを測るとちょうどこの天井の長さが出ますと。で、ただ単純に切るだけだと見てください、これね、どうしても、そうそう空間が空いちゃうので、見てください、これ斜めに切る機械をね、ちょっと教えてもらって、これをここにバコってはめ込むと、ほらぴったりすごいよね。隙間が埋まって、で向こう側も同じように、ここ斜めに切ってあるやつがあるんで、これをここにこうやってはめます。でこれも同じようにこれで隙間がなくなる。そうね。でこっから向こうの両端までの長さを測って、長さ決めて、切っていきます。最初に全部切っちゃうとどうしても車って R があって全部が全部同じ長さって限らへんねんな。なんでこの作業を一本一本やっていきます。やっていきましょう。いい感じ？いい感じじゃない？ね。向こうまで。向こうも結構いい感じ。ほんま？いい感じいい感じ。いいね。よし。じゃあ3本目。3本目。いい感じよ。どうそっち？いい感じ、めっちゃ綺麗。いい感じ？こっちもね、いい感じよ。いい感じ。じゃあパーフェクトバリアやっていきましょう。やっていきましょう。これね、吸引しても発がんが疑われることはありません。疑いくなく手に優しいのはもちろんって書いてあるんで、なんかね、他のやつだと結構半袖とかでやると手にね、そうやんな。刺さって痛いらしい。で結構モケモケしたのがね、舞うみたいやんな。なんかそういうのが軽減されてるやつやねんな、これ。海苔で切っていきます。この海苔ほんま強力。ついた？まあ柔らかいしな、これ軽いからすぐつくやろうね。いいやん。ね。よし。いけた。最後。来ました。ついた。よし、じゃあこれで天井張りしていきますか。はい。めっちゃスです。そうですね。この一手間。ね。じゃあこいつ抜いて新しいの入れていこうか。本番ですよ。ついにここまで来ました。じゃあこれ抜いてパーフェクトベリア大丈夫かな？大丈夫そう。よかったよかった。じゃあここにね、番号書いてあるから。よいしょ。ちなみにここに番号が書いてあるので、ここの番号と一緒の木枠を入れていきます。
いた。向こうがやるわ。うん。じゃあここではめちゃうね、も行きましょう。う。はい。はめ板の下の部分をこっち切り落としてもらいました、はい。こうすることでこの板ライトがここに来るんですけど、ライトにもし不備があった時外せるようになるんですよ。なのでメンテナンスもできる仕様にしてもらいました。はいはい、なのでこれをつけていきます。ちなみにここの部分ね、ここの部分がこっち側もないです。はい切ってもらいました。はい。こんな感じかな。ついに最後、うん。すごいやんか。いきます。うん。長かった。すごいよ。嬉しいね。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいし、めっちゃ綺麗ちゃう。めっちゃ綺麗。うちの今垂れてる方にもこれの逆のことをしてあげるんですよ。オスメス逆をつけてあげると、つないでこうやって線を入れてこう挟んだわけ、端子がついてます。はい。これをここにつけるだけであーありがとうございます。す。ちゃんとカチッっていうまであ、はい。入れて、はい。で中に戻して、これ手を挟まないように、ちょっと一回やってみますね。お願いします。ちょっとねグリッとこうあ、カチッといった。うん。ちょっと硬いです。ほうほう。入れてこれを引っ掛けて、おおーー、濃くなった。ありがとうございます。これをロックがはい。はい。やりましょう。はい。あ、カチッって言った。はい、これ何でしょうか。お、いい感じ。はい。じゃあちょっと点灯式します。おー、すげえ綺麗。感動。ありがとうございます。頑張ってよかった。やべえ。嬉しい。今回は主に窓埋めとフロアマットを敷く作業をしていきます。フロアマットの際に大きな失敗をしてしまいました。皆さんも同じ失敗をしないようにぜひチェックいただければ幸いです。今回使用した資材と工具はこちらです。私たちが使用している資材は概要欄に記載しておきますので、ぜひ参考にされてください。じゃあ本日もよろしくお願いします。いけるかな。くっついちゃうと大変なことになるから気をつけてな。よ怖っ。いしょ。で一旦粘着面上にしてめっちゃ粘着強いね。でそこにも水かけていいか。うん水のおかげでやりやすい。うん水なかったら一発でくっつくすごいな。いい感じやん。いい感じやな、めっちゃ。よいしょ。めちゃくちゃ綺麗やん。プロやん。入れちゃいますか。うんちょっと下の方があれやね。うん。よいしそこやな。そこができたらょ。よいしょ。
ついに網戸をつけていきます。ハイエースの窓いいね。ね、うん。換気できるけど今のまんまだったらもう蚊がいっぱい入ってるからね。網戸つけたらいいな、開けれるから。じゃあこれをこんな感じでね、いいね。つけていきましょう。はい。でこれね、この上下に金具がついてるんだけれども、上は一旦完全に外して、こっち側緩めて、で取り付けて上を仮止めして、でよければ下をきつく締めて上もきつく締める、そんな感じで。ああ、難しくはないんだね。ただ外で押さえてもらう人が必要みたい。ああ、なるほど。上は完全に外してるわけではないんか。あ、完全に外すんだね。これが完全。はい。で下もうちょっと外しといたら結構これネジ深いわ。あ、そうなんや。しっかり。まあ確かにスピード出して走ったりするもんね。そうかな。はい。どう？あ、いいですね。いい感じ？いい感めっちゃいい感じやで。じ？じゃあこれでもう本止めしちゃうわ。これも。あ、いいやんいいやん。いい。春秋心地よく過ごせるね。ね。じゃあ窓を埋めていこうか。ついに来ました。ね、窓はこことここと、あとここの三角のところやね。あ、そうやんな。こっち側だけか。埋めるからここはねシート貼ってない。はい。どうやって埋めるかって言ったらこのラバーシートを入れて、その後にこの断熱アルミマット、余ってたからね。そうちょうど使い道なかったんな。結構ね窓からもう熱が来るから、そうだね、まあこれを入れとくことによってちょうどいいんちゃいますか。ちょうどいいんじゃないでしょうか。じゃあまずはこれちょうど段ボールになってるからこれで枠取って切って、でその枠を持ってこっち側に書いて、これも枠取って入れていきましょうか。そうしましょう。上に揃えて。はい、感じいい感じ。いやいきます。はい、ちょっと大きめで。はい。ちょっと大きかったな。ちょっとだけ調整入るか。ちょっと外見てくるわ。サイズはいい感じやね。いい感じ。いい感じ。オッケー。じゃあこれの大きさで。はい。貼る前にちょっと窓拭いた方がいいわ。オッケー。もうこの窓は二度と会えなくなります。綺麗にしとかな。よし。すごいね。素晴らしい。最後ここ最初からつけといた。その方が楽やったな。ね、頑丈なったし。よいしょ。これで完成かな。完成。こことそことそこと。はい。はい。あとはちょっと空間空いちゃうかもしれないけど、そこはパーフェクトバリアを入れて、やりましょう。じゃあこれで今埋めるわ。葉っぱウレタン。多分これ固まったらいい感じに押さえつけてもくれるんやろね。ああ、なるほど。接着代わりにもなるんかな。葉っぱウレタン可愛いね。どう？なんかすごいいい感じやね。やば。幅と長さも
ちょうど長さぴったりやったね。うん、ほぼぴったり3メートルでよかったね。まあちょっとこれに合わせて細かいとこそうだね、切っていくか。切っていこうか。うんうん。じゃあちょっと切っていくね。はい、お願いします。あとはこれでのり付けしてから切るんやっけ。うん、のり付けして。つけていくね。うん。いいね、なんか綺麗だね。じゃあつけていくね。うん、お願いします。あとは圧着で。いつもの圧着。あ、結構見てくっついてる。うわ、本当だ。ね。いいね。うんうん。じゃあ次こっから。うん。実はこのフロアマットの貼り付けで私たちは最大のミスを犯してしまいました。そのミスは接着剤の付けすぎです。剥がれたら嫌だったので多めにつけておいたのですが、本来薄めに均等に伸ばすだけで十分接着効果を発揮するようです。接着剤をつけすぎた私たちはこの後圧着時に隙間から接着剤が溢れ出し、さらに接着剤のせいで床のところどころが空気が入ったようにボコボコになりました。接着剤の量がここまで重要なことだと思っていなかったので、私たちにとっては盲点でした。もしフロアマットを敷かれる方は接着剤の量にくれぐれもお気をつけください。今回の DIY 史上一番の失敗で、しばらく2人で本当にへこみました。それさ、塗るときにね、ヘラを斜めじゃなく立てるんやって。こう？いや、そうそうそう、垂直に。あ、こういうこと？そうそうそう。でやんないと、ボンドを、この糊をうんうん。塗りすぎると凹凸ができちゃうんやって、デコボコになるんやって。そうなんや。もっと最初に調べてるね。ね。あとはこの辺切ってうん。やればいいちゃいますか。はい。便利。すごないこれ。すげえ便利。めっちゃ便利。あってよかったね。びっくりしたわ。本日もよろしくお願いします。2枚取れるかいけるね。な。あ、いけるいける。大丈夫そうですか？こっちが上 OK です。ちょっと下があれってことはこっちが上あ、そうそんな感じで大丈夫です。あ、じゃあこれが、じゃあもうこれで線を引くか。はい、大丈夫ですか？多分大丈夫だと思います。はい。はい。
無事はまりますでしょうか。はい、こんな感じ。おお、すごい窓枠になってきた。おお、思ったよりも軽いい感じやね。いいやん。いいよ。ついに窓枠完成しまあ、いやいや。した。窓枠なってる。窓枠の人になってる。ありがとうございます。やったー。ついに分娩の苦戦しまくった窓枠。どう？いいやん。やったー。いいやん、いいやん。最ぴ高。ったりやん。素晴らしい。綺麗綺麗。感動。頑張ってよかった。ここら辺かな。こっちはこんな感じで止まるので。よいしょ。うん。いっちゃいますか。これではい。はい。あ、いいやん、いいやん。いい感じや、ぴったり。うん。よっしゃ。おお。ついに来ました。いいよっしゃ。いくよ。あと下。いいやん。いた。イエーイ、やったね。嬉しい。見た目の5000倍大変やったよ。ねえ。あ窓とは枠大変やな。ね、大変。いいね。ね、ちゃんと閉まるし。僕カーテンつけたい。ねえ。いいやん。嬉しい。285。さっきのここら辺までって考えると、ちょっと長めに取ると255。はい。ミルクペイン結構ト。どう？あんま伸びひんね。塗るの大変かもしれない。結構使いそうやな、ペンキの量。うん。大変。ああ、でも板がちっちゃくなったから比較的楽になったよ。そやんな。心も白くなっていくわ。板のように。
塗りやすい。塗りやすい？うんあ、やっぱ二度塗りいくと全然違うね。色の塗りが。うん。これどこまでやるかではね、一応2度塗りまでって書いてあるけど、うんね。なんか最後結局形整えるから3回塗ってもいいのかもしれないが、ちょっと2回やってうん様子見てって感じだよね。そうね。おお、どう？いい感じよ。いい感じ？ぴったり。こっち側見て斜めに切ったらこんな感じになった。すごい結構隙間なくぴったり。ほんまや。ちょっと調整したけど。どう？いいちゃいますか。高さがね合ってればはい OK でしょ。いった？うん、ありがとおう。お、いいやん。めっちゃ綺麗わ。いいやん、いいやん。いい感じ。ありがとう。すごいね。ね。第一関門突破。おお、すげえ。すごいすごい。綺麗にはまった。ここがかえちゃうから。あ、はいはい。こんな感じで斜めにカットしたやつをこうやってやるとぴったり。ちょっと昨日あれを見せてください。斜めに切ってます。でここも斜めにカットしてはい針とレザーが食うように。はい。ほい。じゃあ本ちゃんもこれではいいきましょう。この窓枠ね、頭とりあえずテストのキー持ってきました。ほら、いいやん。ありがとうね。あなのでこの形をこの一番上にはまる予定の白い板をここねくり抜こう。はい。よいしょ。5度目の正直。かな。あどう？あとちょっとやな。うせやろ。見て。マジで。まああとちょっと。もう 0.1 ミリもないんじゃん。まああとちょっと本当に。マジで。はい1枚ぐらい。あどうそっち？こっちはいい感じやで。いい感じ？うん。はい。かそこちょっと削るかここちょっと削るかどっちでも。あ、まあ、ここ削ってもいいかも。じゃあそこ削るか。こっちずつあれやるし。じゃあそこ削って入れれば OK。はい、6度目の正直。お、ぴったり。いいんどう？いい感じ？ちゃいますか？こっちめっちゃいい感じ。マジで。やっと。やっと。長かったほらめっちゃよくないー。う？わ、ほんまや。めっちゃいい感じや。すごいやん。きたーやっと。どうや。一日かかったね。うん。
終わってないんだけどね。うん。お、ぴったり。ほんまや。いい感じ。いい感じやな。いい感じ、いい感じ。苦戦したな。第一難関突破。左側のね。うん。あ、そう。そうそう。ただでもこっちは。おお、すげえ。天ぴった才。り。ありがとうございます。ありがとうございます。ぴったりやぴったり。真ん中もそれ夜っすかね。大丈夫ですね。大丈夫です。打てば。うわ。すげえ。ありがとうございます。どうなるかと思ったけど。すげえ。ありがとうござい多分ま翔さんいなかったらマジでここ開けす。このままやったな。じゃあ本日もよろしくお願いします。じゃあベッドを作っていきましょう。はい、いよいよです。はい。で今回ベッドはうん2つちょっと意識したいことがあって、1個目がちょっとした小物入れ、うんうん。収納スペースを作ること。はい。でもう1個がやっぱりこのハイエースのね特うんうん徴のいろんなものを詰める広々として、それを殺さないようにはい。ベッドを作っていきたいと思います。頑張りましょう。はいはい。2242。 242、う242の325これや。はい。ん。仕切りだね。仕切り板。はい。じゃあ下段はこんな感じで、はい。はい、やっていこうと思うので、これ1ブロックずつ分かれてるからそれぞれ固定していくか。うん。つきました。どうでしょうか。はい。はめます。はまりました。いいやん。歪みが許されないからね。ほんまにもう本番やから全部。じゃあこことここもつけていきましょう。お、来た。イタリア。いいやんいいやん。ありがとう。
おう下段補強していきます。まずここ外側に補強入れて、はい。で内側ここにも補強入れます。でここですね、左右はい。とここに補強入れて、ここにも補強入れました。よいしょ、ここと。はい、ここと、はい、はい。おいい感じ。ちょっとこっち削らなあかんけど、イメージこんな感じだな。そこやんな。どれぐらい削るかやな。ね。でも基本的にここ2センチ出てて、ここも2センチ出るようにしてピタッとはまるはいはい。ように削ってあげれば。結構削らなあかんな。結構削らなあかん。じゃあ調整していきます。お願いします。ちょっと削りました。はい。この天板が182センチだから、はい。こっち側がね2センチ出てればいい計算。ちょうど2センチ。 2センチでここも下がはい26センチで、この天板だけ28センチだから、お、ぴったり2センチ。素晴らしい。で向こうも測って。2センチ。2センチ？ぴったり。で一旦下段はまだ固定してないけど、完成したというところで、次はい。高さを出すための板を打ち付けましょう。これは、この板とくっつけるんな。そう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 、で後ろから打つ感じ、裏から打つ感じ。いいやん。今この端に置きたい板がはまらないんで、ここがあるせいで、ちょっと端を4センチぐらいカットします。はい、お願いします。わ、すごい。オッケー。天才やん。いい感じ。ありがとう。下から固定やんな、ほんで。じゃあ最後の仕上げ、はいこのベッドを乗せる棒をはい。ここに取り付けて、はい。後ろからビスでバンバン打っていきましょう。はい。結構頑丈に、ん下に L 字も入れて、はいしっかり固定していきたいと思います。だいぶ頑丈になって相当頑丈になって相当頑丈やな。果たしてぴったり。すげえぴったりや。いやいいね。おいいやん。おいいや。1、2、3、4、6枚か。
おおいいやん。あ、いいやん。めっちゃいいやん。いいやん。まあただちょっと強度がせね、やなこれに2人で座っても大丈夫なぐらいの強度は欲しいよね。針葉樹の合板を買ってきました。はいはい、もうカット済みでね、そうだね。同じようにカットしてもらってるんやけど、まずねこの 18mm でどれだけしなるのかっていうと、結構怖い感じでちょっと怖いねんな、大丈夫なんだろうけど、そうそうそうちょっと乗った感じ不安っていうね。怖いうんじゃあこのね 12mm の合板を足して、全部で30ミリになります。じゃあこれでねどんな感じになるかっていうと、あーやっぱ全然違うよな。全然違う、もう安心。わかる、安定感もあるよな。あるある。まあ多分 30mm だともしかしたら厚すぎるのかもしれないけど、んでも安心だから、そうだね、はい、じゃあこれをつなぎ合わせていきましょう。そうだね。じゃあついにベッドマットを作っていきます。はい。でもともとあった板、これ 18mm の板で、これやったら強度がちょっと心配やからって言って 12mm の合板を重ねます。でさらにこの上にベッドマットやっていくんだけれども、私たち2つ使います。ウレタンチップとスポンジで、ウレタンが3センチです。これをこのようにこう敷きますと。で上からスポンジを重ねます。中にああ、全然底付きしてないね。全然すごいいいよ。ね楽しみ。おお、いい感じ。30ミリあるからな。うん。はい。あ、全然違う。違う。あ、ほんまや。う違うね。ん。いい感じ、いい感じ。オーケー。はい、できました。はい全部レザーを押さえて持ってみてるとこんな感じ。いい感じ。いい、綺麗綺麗。これはこっちに乗せます。はい。綺麗綺麗。綺麗な。めちゃくちゃ綺麗。おお。よし、オッケー。やっと終わる。あ、上がった。長かったよ。めちゃくちゃ上手くなったよ。上達したな。きた。どほら、う。うわ、いいね。おやすみ。すごい嬉しい。いや、気持ちいいよね。めっちゃ気持ちいい。マジでさ、ウレタンチップ3センチ、スポンジ2センチで正解だったよね。大正解。すごい気持ちいいよ。うん。はい、ついに私たちのベッドキットが完成しました。はい、来ましたはいめちゃくちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。今回はすごいのができました。なんとね、この横にあるやつと後ろで作ったクッションでなんと5つの機能を設けることができました。はい。なので順番に紹介していきたいと思います。まずはね、肝心なベッドモードにしていきます。はい、いかがでしょうか。こちらが私たちのベッドです。はいめっちゃ広い。やばい。2
縦の長さが182うんあります、でキャンピングカー用券が180なのでクリアしてます。で横も147センチ取ってるんで、ここにゆうたさんが来ても全然寝れますね。はいでちなみにね、この下結構な空間があるんだけれども、キャンプとか行く時にね、荷物が大きくなった時に何か載せられたらと思ってます。はい、じゃあ次のモードに切り替えていきます。はい、なんとテーブルになりました。これがめちゃくちゃこだわりやね。ねこの上と下にこのクッションを置ける場を設けることで実現することができました。天井もちゃんと空間あるし、足も全然無理な体勢じゃないんよな、うんこの高さ。いいよね。めっちゃいい。対面でさ、ご飯食べられるとか何かできるっていいよね。めっちゃいい。続いて次のモードに切り替えていきます。はい、リラックスモードになりました。最高ちゃうこれ。めっちゃいいんやけど。これ結構いいよね、このモードこれめっ。ちゃいい。なんかちょうどいい高さやから本とかも読めるし、なんかちょっとね作業する時とかここに PC 置いて作業もできるし、なんかちょっと2人で飲みながらねこうグダグダやりたい時とか、はい。ちょうどいいよな。じゃあ次のモードに切り替えていきます。はい、この一番後ろのやつをこっちに持ってくると、じゃーん、絶景を見ながらテレワークモードです。これ最高じゃない？いや、いいよね。これ外見ながらそう、何かできるってキ。ャンプの時とかもすごいいいと思うよね。うんなんかティータイムとかではいはい2人で並んであったりとかして、いいよね。めっちゃいい。使い方も現代やで、うん。じゃあ最後がね、これがもうゆうたさんがすごいこだわりにこだわったポイントでございます。はい。なんとここね開けると、まあ収納にはなってるじゃないですか、もちろん、うん。ここにこれが入ります。はい。で驚くことに見てくださいよ、これぴったりー。 3つ全部入るんですよ。ぴったり、すごくない？ねえってことはこっちにもはい3つ入るんですよ、はいなんでちょっと入れていきます。無事3つこっちにも収納できました。はいでこっちは収納ボックスになってます。はい。でこれなんですけど、後ろにねこの木の出っ張りが向こうとこっちと2個ついているんで、これをで蓋を閉めると、ここがね動かなくなってはい。ます。なのでこの状態だとここに荷物詰め放題。いや、よくない？これね、すごいこだわったのよ。ハイエースの良さのさ、やっぱり後ろにいろんなものを詰めるようにしたいっていう。そうやんな、はいちなみにここにも収納作ります。はい。はい。はい、作ってます。はい、ちなみにこれ両方ともね壁と床でしっかり固定しているのでもう動きません、はい運転中も大丈夫です。いやーめっちゃ気に入った。ねうん、すごい嬉しい、え。はい。いやー、めちゃくちゃね、こだわったよ。で初めての家具作り大成功になりました、はい次はキッチンとかに入っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。付属してた板で型取ったんで、そうだね。くり抜いていきます。はーい。おお。
感じいい感じいい感じや。やったね。ね。よいしょ。じゃあこことうん。ここ。はい。穴開けますね。お、すごいぴったりだ。ぴったり。ちょっとこれホース長いから切るか。おう。いい感じ。ゆうちゃんやっちゃった。何？ここさ、見て。こう一応排水が出てく穴開けたんやけどさ、排水の形がさ、こんなんでさ、無理やな。で、まあ、これ下に置いてみるとさ、うん。絶対もうあれやんほんまや。この穴じゃ通らないから、うんうん。具体的にこういうホースをつけてはい。ここに設置する感じやから、うん。結構穴広げなきゃいけない。ホース分もかな。多分じゃないかな。そうやな、抜けへんもんな。うん、じゃあ開けていきますか。開けていきましょう。はい。うん、いい感じ。いい感じいい感じ。よかったよかった。はい、穴開けました。お。ぴったり。ぴったり。こっちも。あ、いい感じ。ぴったり。オッケーオッケーオッケー。イエーイ。ついにはい本体へと取り掛かります。じゃん。蛇口をつけていきうん。ます。よいしょ。これね、ほとんど説明書がないからね。説明書もほぼある。はい。中国語なんで。で、後ろから。はい。はい、つきました。これね、これ下に降りるからこんな感じで蓋されます。はい。よいしキャンピングカーでよく見るやつ。ょ。よく見るやつ。はい、次は排水つけていきます。はい。よいしょ。よし、ついたよん。はい、ありがとう。どう？うん。ぴったり。ああ、いいよいいよ。すっぽり。下は？下は。あ、出てきてる。ああ、本当だ。さあ、こんな感じ。はい。はい。じゃあここにはい。ホースをつけていきます。うん。赤と青はいあるので、青い方に青いのを入れます。はい。はい。今回ね、お湯の方は使わないから、うん。平行ニップルとはいキャップナットを使って閉じていきます。はーいで、ちょっと水漏れとかの心配があるから、うんこの水中テープっていうのをここに巻いて、で巻いた後つけていきます。この備品のサイズが大変やってんな。そうそうそう。なんかいろんなサイズの表記があって、うん大変やってんな。いやーね、これマジで大変だったいやサイズがさ、うん書いてないから自分で測ってさ、そのサイズに合うものを買わなきゃいけないんだけどさ、うん。なかなかね、サイズの測り方とかさ、うんサイズが本当にそれでいいのかとかわかんないもんさ、ね分。かんない、難しかったありがとう。いや、ただね、今回もサイズが入ることは確認したんで、うんうん、よかったね、はいありがとう。んんじゃあこれを、はい。まあ、時計回りにう巻いていくらしい。なんかな、この取り付ける位置がん。うん。 2個目の山からっうんうん。て書いてあったね。 8周ぐらい。 8周ぐらい。OK。切ってうん。でなじます。うんうん。うわ、すごい。ほら、すごー、あ、すごーい。普通にこれでくっついたわ。考えた人すごいね。えすごいね。すごい。これで果たしてちゃんとつくかどうか。ほんまやな。お、
すごい。すごいわ水道の水漏れとかにもこういうの使うんやって、すごいね。ね。オッケー。感じになりましたね。これでもう水漏れしないでしょう。はい、大丈夫だと思います。じゃあ温水がやり終わったんで、じゃあ水の方やっていきます。で水の方が、このホースとつなげるんだけれども、ホースにつなげるにあたってこのタケノコ買いました。でこのタケノコを、こっち側はさっきやったように水漏れ防止のために水中テープ巻いて締めていきます。でこっち側トヨロンホース側はタケノコブス足して、奥まで入れたら念のためバンドつけて抜けないようにします。じゃあトヨロンホース入れて、もう抜けないんだね。これ結構ね、1回入れるとね、抜けないからね。まあいろんな工具があるんだね。ね、これをもっとさ、多分効率的にできる工具とかあるんだろうけどね。はい。おお。これでもすげえ。頑丈。じゃあこれを最後締めて、さらに頑丈にしましょう。はい。ここまで完成しました。おお、頑丈やな、めっちゃ。であとはね、このホースを切ったりして調整するんだけど、それは配置してからね、決めましょう。そうしましょう。じゃあ排水側つけていきます。はい。よいしょ。外れたらえらいことやからな。ねえ。よいしょ。結構頑丈？頑丈やと思うよ。ありがとう。ね、こっち側もね、長さは後で決めるんで、少し余分に切ってあります。じゃあ本体入れるもの全部つけたので入れていきます。はい、お願いします。じゃあね、これ2つ穴開けてるから、1つがお湯、はい、もう1つが水、はい、で、はい、もう1は大きく開口したところに入れますね。おお、なんかぽくなってきたね。どう？ちゃんと入ったんだよね。おお、入ったね。すごいよ、なんか水路っぽくなった。本当だね。あとはこのホースとかを調整するっていうやつやな。はい、やっていきましょう。結構頑丈。ね。あ、こっちがあれか。サブバッテリーの方につくんだね。だからそれが落ちていかないようにします。なんとか。ね。きつだけど。もうちょっとスペースあった方がいいんやろうけど。まあ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 、いけるでしょう。いいや。じゃあ水道が動くか確認しましょうか。ついに試運転の時間です。じゃあ。はい。いい？ちょっと仮バッテリーでね。こう水が少し入ってるのと、排水はこっち側の。はい、ちょっと汚いけど。バケツに入る感じで。よし。じゃあまずつなげます。OK。はい。で入れます。はい。おお。果たして水は出るのか。じゃあスイッチ入れます。はい。いきます。お。モーター音がしてる。すごい。出ました。いいやん。排水も出てます。すごい。いいやん。水漏れとかは大丈夫そうですか？確認しますか。大丈夫そう？水漏れない。よっしゃー。オッケー。完璧。あとは設置して、コーキングしてやね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
よろしくお願いします。あんまだけになってるの気をつけて。いいやんか、いいやんか。いい？うん。よし。入る？多分バッテリー。いいじゃん。めっちゃいい感じ。思ってたより、なんか狭くないわ。ね。うよいしょ。あ、よかった、入った。ん。入った。うんよかったー。いい感じ、いい感じ。はい、じゃあキッチンの棚にこの金具をつけていきたいと思いまめちゃくちゃでかいよね。す。大きいね、重たいし。ねで、これをつけることで、こう、スライド式タイプのキッチンが出来上がります。ね外でキャンプするときとかに良さそうだよね。そうそうそう。っていうのとしっかりロックが効くよね。めっちゃいいよな。うん。なんで、これは取り付けていきます。はい。じゃあ、これ抜いていいよな。抜いてこっち側の棚につけるのと収納の壁につけるので。こっちがこうなる。うん。はい。こっちからつける？そうだね。はーい。これ結構むずいよ。平行になるように打たなあかんから。左右ね。うん。一回両端止めて入るか見てみる？そうだね。仮で。オッケー。おー、すごーい。うん。ちゃんとロックもかかってるわ。案外いけるもんやな。ね。金具大きすぎてどうしようかと思ったけど、来た時は。ね。でもイメージ通りだね。ほんまやな。うん。いい感じ、いい感じ。おー。いい感じかも。いい感じやった。いい感じ。ね、ここで。荷物置いて。めっちゃいいやん。めっいいやん。ちゃいい感じやん。
はクリア。いいやん。すげえ。だいぶいい感じ。イメージがつく。素晴らしい。あ、素晴らしい素晴らしい。よいしょ。ここがね。これが折るので、この分削ってパコッとはめる。ここの幅とこの高さ測って、で、って感じ。はい。はい。おおすげえすげえ。うん。いい感じ。いい感じうん。めっちゃいいやん。素晴らしい。はい。イメージ。よいしょ。ここに水道が来ます。いい感じいい感じ。一気に変わるね。で、うん。中でももちろん水道使うんですし、これをね、そう。いいね。キャンプとかするときとかね、うん。ここで車内に上がらなくても水道使えるし、ここになんか物を置いたりとか、ちょっとしたもの切ったりとかできます。いいね。すごいね。ナイス設計やな。うん。じゃあ、よいしょ。完成に向けて、はい。はい、続きやっていきますか。いい感じ。無事 L 字で固定できました。はい。ちょっとね、これ外側にビスつけたくなかったよな。なのでちょっと大変でしたが L 字で固定できてよかったんじゃないでしょうか。じゃあ入れていい？いいよ。入れてください。よいしょ。このスペースはもう見れなくなります、うん。オッケー。いい感じ。あとはここコーキングか。うん。はい。なんで？うん、いいよいいよ。
でこれはね電装いじるときは来たら取り外せるようにしとくんで、はーいこれを板をそのまま乗せるだけ。はい、固定しませんはい、いいやん。ね。電装トラブルが起きたら、うん、パカッと開けてはい、ありがとうございます。こんな感じ？いい感じ。きれいきれい。じゃあスイッチパネル等々もろもろモニターを埋め込んでいきますやっとここまで来たね。ねえ、いろんな落とし穴がありながらねなんとか。ほんまやな。よし、おお。いいんじゃないでしょうか。ぽくなった。うん、じゃあこれビスで固定するわ。はい。ちなみに下はバッテリーモニターをグッてやると、はい、つきます。はい。ここでバッテリー確認できるんや。そう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 。おう。よしこれがインバーターのスイッチ。よしよし、OK できました。お疲れしたー。すごいぽくなった。はい、はい。いいこうややって基本ここ開けることはないけどね、ん。うんうん。電装を調整したいときに開けます。ありがとうございます。はい、よっしゃ。できましたよ。はい、お疲れでした。すごいね。うん、ここ開くことはあんまないけどね。うんうん。一応こうやって何かトラブルが起きた時に電装が触れるように、すごいね。で上からもアクセスできるようにしてて、はい。まあ、ただね普段使わないからこいつで閉じといて、はい、お、素晴らしい。でこの上にこいつとそれをここに乗せるとおー、素晴らしい。完成はい。なんだけど、これをあとはこうやって開くようにそうだね。するんで後ろを長板で止めます。はーい。できました、ついに。やっとできました。すごいすごい綺麗。オープンするといいやん。ここで水道が使えて、はい。こんな感じです。こっちちょっと小物入れれるし、はい、こっちも物置けます。いい感じじゃないですか。ね。でこっち側も、はい。はい、ちょっとした収納ができます。はい。でここにねスパイスボックスとか入れられたらなと思う作りたいな。します。いいね。うん。じゃあ本日もよろしくお願いします。ここにコンタクター入れよう。はい。これを入れると、おお。これもあるんです。すごい、こんなとこ初めて見ましで、もう一た。あ、こっちもあるんです。はい。いやもういくらでもいくらでも働きます。できるだけ合う
はい。マイナスの方が遅すぎます。うわすげえ。すごいね。開けないか。いいじゃないですか。かっこいい。すげえかっこいい、ね金属で穴開けたところが切れやすくなるので、うんこういったもので今保護してくれてます。すげえ。ここまで来れば勝ちです。すごいよ、外部充電がこれでできるようになりました。いいね。キャンピングカーにまた一つ近づいたよ。はい。ありがたいね。ありがたい。ありがとうございます。ストプール多分11ぐらいまでしかない。あまあこれのちょうど入るぐらいで、はい。こいつを剥きます肩で。はい。でこれがまあ締めるはい。機械工具でテーブルに置いちゃって、でできるだけこう根元までしっかり入れて、はい。でこうなるほど。はい。やるとおー。すげえ。おお。やります。どうぞやってみてください。よかったよかった。これ両方ですか？どっちもやってください。次青色もあるんですよ。青とか絶対使わないですよ。赤が来る。そうなんや。いろんな色あったんですけど。っていうふうに逆算していく。これが多分基準になる。はい。じゃあ点灯式します。はい。お願いします。おめでとうございます。すごいよ、ゆうたくん。来たよ。水道も
まあ今水出ないけど、うんポンプ動いてます。おめでとう。さらにここボタンを押すとおーすごーい。このライトもつきます。おめでとう。ありがとう。ありがとうございます拍手してくれてる。ありがとうございますお疲れ様。ついにサブバッテリーシステム完成しました。マジですごい。ほんまにありがとう。いえもうこれね完成させるにあたって、はいハイセンズめちゃくちゃ重要で10回以上書いた。ほんま夜な夜なハイセンス書いてくれてたもんな。本当にね、このハイセンズ書くことによってやっぱプロの方と相談しながら進められるから、いやこれはね大変でした。ありがとうございます。で早速紹介していきたいんですが、はいこのハイセンズをもとにちょっとね3つに分けて紹介していきたいと思ってます、はいでその3つの分け方なんですけど、やっぱハイセンズ書くにあたってこれ分けた方がやりやすかったやり方で3つに分けてます、はいで1個がサブバッテリー周辺はい。でもう1個が外部充電、でもう1個がコモド家電っていうのかな、スイッチパネルにつなぐようなコモド家電に、この3つに分けて考えたら結構自分の中で分かりやすかったんで、これに基づいて説明していきます。はい、はいお願いします。じゃあまずはサブバッテリー周辺いきましょう。はいはい、じゃあまず車のメインバッテリーのところから見ていきます。はいよいしょ、ここね見てください。ハイエースはここを開けると、はいはい、メインバッテリーがあって、ここからプラスマイナスつないでます。はいはい、でこれをここのねエンジンルームっていうのかな、裏に穴を開けて、はいこっから配線をはい出しました。はいでそれをこのカバーの下に入れて、はいちょっとここの棚の右側にはいサブバッテリーもろもろ全部置いてあります。はいはい、じゃあなんでこの中を見ていきましょう。はいでこの棚を開けると、はいこっち側もここね取れるようになってて、ここを取るとこんな感じで上からサブバッテリーシステムをいじれるようになってます。はいでさらにここも開けられるようになってて、はいはい横からもサブバッテリーシステムをいじれるようになってます。はいまずエンジンルームから伸びてきた22スケアのケーブルがここにあって、プラスのケーブルは 80A のフューズを中に入れています。このケーブルは走行充電器の所定の場所、プラスは左下、マイナスはここ右上に接続しています。走行充電器からサブバッテリーにつなぐケーブルは14スケアのケーブルを使用してます、はいこの2本ね。プラスケーブルについては 60A のフューズを使用しています。でサブバッテリーにつないでいます。はいでマイナスケーブルは本来サブバッテリーにつなぐんだけれども、今回はバッテリーモニターを入れているので特殊なつなぎ方をしています。はいこれがレノジーのバッテリーモニターなんですけど、電気の使用量やバッテリーの残量が分かるような機器になっているので、電気の流れを全てバッテリーモニターのシャント、これですね、これがバッテリーモニターのシャントなんですが、これにつなぐ必要があります。はいなのでマイナス配線については全てシャントの P マイナスにつないでいます。次に車内でコンセントを使えるようにしていきたいので、ここの後ろにあるインバーターとこのさらに後ろにあるサブバッテリーをつないでいきます。でこれはここね、ここにケーブルあるんですが、これは20スケア2本のケーブルを使用しています。ちなみにこれはレノジーのインバーターに付属しているケーブルです。ただプラスのケーブル、こっち側にあるプラスのケーブルには 200A のフューズを間に入れるので2本に分解する加工が必要でした。ここね、マイナスケーブルはさっき言ったようにバッテリーモニターのシャントの P マイナス、ここに集めています。今各機器のマイナス配線をシャントの P マイナスに集めているので、この電気の流れが今ここに集まっている状況です。この電気の流れをサブバッテリーに戻すために、こっち側の B マイナスに38スケアのケーブルを入れてサブバッテリーにつなげています。でサブバッテリーにつなぐマイナスケーブルはこれ1本になります。はいで今説明した配線をつなぐと、バッテリーモニターにはサブバッテリーの残量やインバーターでの消費電力が表示されるようになっています。
このバッテリーモニターを使用するための電気はサブバッテリーから持ってくる必要性があるので、ここのシャントにつながってるプラスの配線、これをサブバッテリーにつないでいます。で、今の配線でサブバッテリーに走行充電ができるようになって、コンセントが使用できるようになって、バッテリーモニターでその状況が監視できるようになっています。はい。で、今のがサブバッテリー周りの説明です。で、はい、次が外部充電の説明をしたいと思います。ちょっと後ろ行きましょうか。行きましょうか。で、僕たちここに外部充電の差し込み口をつけました。はい。はい。で、これを開いて、この延長ケーブルをガチって刺すと、これでもう外部充電されてます。はい。で、外部充電のコードはこっからこの中をはわしていって、はい。この天井をはい。通して前まで持ってってます。はい。はい。でもう壁に隠れちゃってます。はい。はい。なんで壁打ち込む前にこれはつけました。はい。で、外部充電の VVS ケーブルは壁を伝って前まで伸ばしています。このケーブルですね。はい。で、このケーブルはまずこうやって辿っていくとブレーカーにつないでいます。外部電源を使っている時に車内で問題が発生した場合、電気供給されないように一番上流のところでブレーカーを入れてます。このブレーカーの後は2本に分かれます。こっち側と右側と左側、2本に分かれています。で、この白と黒のケーブルについてはプラスマイナスはないけれども、黒を入れたのであれば出てくるところは黒、白だったら出てくるところは白、こうしておかないといけないみたいで、怒られました一度。で、話を戻して1つ目はここですね。外部充電を使ってサブバッテリーを充電できるように平型ボディケーブルを作って、でバッテリー専用充電器のコンセントを挿してます。はい。で、バッテリー専用充電器は購入したら割り口クリップで届くんですが、常に装着固定しておくために割り口グリップを切断して丸型端子に変えています。これをプラスケーブルはサブバッテリーに、でマイナスはさっき言ったようにシャントに集めています。はい。で、ブレーカーに戻って2つ目はコンタクターリレーに接続しています。コンタクターリレーのより線の接続は位置が決まっているので気をつけて作りました。コンタクターリレーはどういったものかは後で説明します。コンタクターリレーに接続した後は2つに分かれています。これとこれ。1個は平型プラグを作ってインバーターに挿してます。で、もう1個は埋め込みダブルコンセントに挿しています。はい。で、このコンタクターリレーとは何か説明すると、こっち側にあるコンセント、このコンセントに例えばこのドライヤーのコードを挿した時に外部充電器が刺さっていない時は、このコンセントはインバーター、つまりはサブバッテリーから電気が供給されます。外部充電器が刺さっている時はこのコンセントは外部から電気が供給されます。つまりこのコンセントの電気供給場所を自動で切り替えてくれるのがコンタクターリレーです。でもしこのコンタクターリレーを導入していない場合で、かつ車内で外部の電源を使いたいときはインバーターのコンセントとは別にもう一つ外部の電源用のコンセントを作って使い分ける必要性があったんだけれども、今回はスマートにしたかったので、はいコンタクターリレーを導入しました。頑張ったねこれ。頑張った最後に小物家電系はこの5連スイッチパネルでコントロールしています。僕たちはまだ2つしか入れてなくて、ライトと水道で使用してます。はい。ほんまな、最後まで冷蔵庫も入れるか入れへんか悩んでてんけどな、ちょっと旅してる時に冷蔵庫電源切ってる時すごいなんか結露で臭くなってっていうのがあってはい、ちょっと衛生状態とか考えると、ずっとつけっぱなしではないので、冷蔵庫はポータブル冷蔵庫で私たちは行こうと思ってます。で、まずライトから説明していくんですが、このライトには裏側見ていただくと、ここに調光器をつけて明るさを調整できるようにしてます。ライトをつけてこのリモコンで3段階選べます。 50%、25%、100%、はい。でさらにオンオフができるようになってます。便利。肝心のライトは天井に6個とリアに2つつけています。でリアにつけたライトは使用する芯が限られているので、
ここにあるロッカースイッチを入れて使用する時だけつけられるようにしています。はい、これめちゃくちゃこだわりやってんな。こだわったキャンプがねメインになってくるから、どうしてもこの下でいろいろするときにライトが欲しかったので素晴らしい。水道についてはキャラバンポンプを使っていて、このスイッチを押すと水道が使用できるようになっていて、こっち側でね蛇口をひねると水が出てくるんですが、今ちょっと水入れてないんで、はい、出てきません。でこれ師匠とも話してたんだけど、このポンプめちゃくちゃ静かだねって言ってね、すごい静かやんな。いやこれ入れて本当に良かったわね。で残りの3つについては今のところ使用してないので、裏側、はい、ここ全部ヒューズ抜いていて、絶縁テープを巻いて事故が起きないようにしてます。はい、はい、小物家電のケーブルはそれぞれの使用電力を計算して適切なケーブルを選んで、今回はニスキアのケーブルを選びました。このスイッチパネルは小物家電につなぐプラスの配線は全部あるんだけれども、こうやってマイナスについては1本しかないので、こうやって全部を1つの筒につなげて端めて抜けないようにしてます。で最後にこのスイッチパネルが使えるようにプラスケーブルに 15A のヒューズを入れてサブバッテリーにつないでいます、はい、マイナスについては一番最初に言ったようにシャントのピンマイナスに集めています。で今回僕たちサブバッテリーシステムを導入するにあたってめちゃくちゃ調べました、はい、調べた結果レノジーのサブバッテリーを入れることにしました、はい、でなんでかっていうと3つ理由があって、はい、まず1個目がこれめちゃくちゃ重要だと思っていて、モビラボの電装に詳しい師匠が、はい他の車にもキャンピングカーにもレノジーをよく使っていて、レノジーってコスパがすごくいいと、比較的安価なんだけれども、めちゃくちゃ性能がいい、2つ目がやっぱり他の動画を見ていても、レノジーのサブバッテリーとか走行充電器を入れてる人がすごい多かったよな。多かった、そこも安心なのかなっていうので、レノジーいいなって思って、で最後の3つ目、レノジーの製品だけでサブバッテリーシステムを組んでる人があんまりいなかったので、今回レノジーの製品で固めてサブバッテリーシステムを作ってみようっていうのを思いました、なんでレノジーにしました。はい、で今回レノジーの製品どれを使ってるかって言ったら見てください、まず走行充電器、リチウムイオンバッテリー、バッテリー専用充電器でインバーター、そしてバッテリーモニターです。で実際組んでみて、やっぱりレノジー社で固めてるんでサポート体制もしっかりしてて、結構やり取りさせてもらって、説明書でこう書いてあるけど本当にこれで大丈夫なんですかっていうのとかもサポートに聞いてすごい丁寧に説明してもらえたのと、もちろんね、師匠にいろいろ聞いて最終チェックも受けて、もうこれで大丈夫っていうお墨付きもいただいたりして、はい、組んでます。はい、ただ1点注意しなきゃいけないのが、各製品間の配線関係がちょっと難しくて、付属しているものをそのまま使えるかって言ったらそうでもなくて、例えばこういう風にヒューズをかませたいのであれば、中に入れたいのであればこの付属してた配線を少し加工してあげなきゃいけないのが発生するんで、ちょっとそこら辺の加工が必要になるのがややこしいかなっていうのは思いました。そうだね、はい、だからやっぱりね、近くにプロの方がいてつどつどチェック受けれる体制っていうのがやっぱり電装は特に重要かなって思いましたね。やっぱりね、これ全部組んでみて最終、もうちょっと配線ここに寄せた方がいいよとか、全部ネジ穴調べてもらって、抜けがないよねっていうのも大丈夫だよねっていうのも調べてもらって、近くにそういう電装のプロがいるっていうのはめちゃくちゃありがたい。安心やね。安心。これからね、たくさん頑張ってもらうことになると思うので、引き続き見て、開いてるんですよ。ほんまや。ここはソーラー充電。あ、そっか、うちら今回ね、天井高高くなるのがちょっと嫌だったので、ソーラー充電入れてないから。でも今後もしかしたらね、入れる可能性もあるんで、はい、引き続きレポしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回はですね、ハイエースの玄関の部分をちょっと DIY でやっていきたいと思っています。ここ難しいよね。難しいと思う。何よりも
結構形が違うんよ、あー床も高さも。だからそれに合わせて木材するのがめっちゃ大変そうやなと思ってるけど、ねここはちょっとこだわりを出す部分やと思うから頑張りたいと思ってます。やってる人も少ないもんね。そうそう、全然情報出てこなくて、あはい、なのでちょっと手探りですが、あとはこのドアの裏、うんうん。もう今むき出しの状態で、結構調べてても情報があんまりないけど、んやっぱここもこだわりたいなと。そうだね。うん、でもともとついてたやつがもうボロボロやから新しい板を変えようとも思ったんやけど、ただ変えるだけやってもねちょっと物足りひんわかる。はい、ちょっとここは試行錯誤ですが、皆様の参考になるようにクオリティを高くできるように頑張りたいと思います。お願いします。はい。
成しました。いやーこれすごいんじゃない？見て、超自信させて、いやーすごいよ、綺麗だよ。めっちゃ頑張ったんやけど、すごくない？いやすごい、本当にすごい、ね、天才。めっちゃ言ってくれる。モビラボのスタッフさんもめっちゃ褒めてくれた、でここなんか DIY する様子を流してたんやけど、結構やっぱり形が複雑で、なんかこっちとこっち同じ長さでとかっていうのができなかったから難しかったんやけど、結構ヤスリとか使って板としてはここに1個はめてます。この後ろと横にも板を入れて玄関の空間を出してます。ここにも細い木を入れてるんですよ、でここにも細い木を入れてます。で蓋を作るようにこんな感じでここ板をはめて、これね、これがないと板と割れ目のところがむき出しなんですよね。そうちょっとしたね、そこがね気になったりするからね。そうなんでこれをはめました。でこの上側としてはこの細い板を上から置くことによって、ここも木の割れ目を隠してます、素晴らしい。でここをねこう開けると、工具を入れれるように収納にしました、俺お願いしててんな。そうほんまはここ閉じる予定やったんですけどなんかちょっとねうるさく言われたから、頑張りました。ありがとうございます、ちなみにこここだわりポイントとしてドア、ここからドアでもよかったんやけど、ここからドアにするとここのね内側の下の床の前柱とかが見える状態やったんですよ。だからそれが見えないようにちょっと板をはめて、でこれをドアにさせていただきます。素晴らしい、感動。でこの下に引いている板はレザーにしました。ちょっと内側見てもらったら分かるけど、ほらこんな感じなんですよ。ないと嫌じゃん、ね。そうなのでこれで下からは素晴らしいです。いいんちゃいます。ありがとうございます。ちなみに反対側はね、ここは収納というよりも間柱が入ってるんだよね。そう、ここがね空間なんですよ、この下で。これ重たいの乗せてるから中に間柱仕込んでて、なのでちょっと収納を諦めてここは壁にします。いいんじゃないでしょうか。素晴らしい、100点。ついにできました。できたね。すごいよ、力作だよ、りょうちゃん。これマジで情報なかったんよ、ね、ツイッターで聞いたんやけど誰からも返事がなくて恥ずかしかったな。私のあれ力不足なんですけどちょっとね、こんな感じでできたから。これちゃんと後ろに内張りつけてるからね。そうやね。ちょっと家具入れる前にやるべきだったな。ね、見て。一応ドアには干渉しない予定ですよね。これ閉まる？ちょっと一回上だけ内張りで入れたんやけど。いいやん、閉まるやん。干渉してないよ、どこも。おお、すげえ。こっちも大丈夫、ちゃんとつければ。いいやん。めっちゃいいやん。
いい感じオッケー。ねえ、よかった。ちなみにこれ下の部分はうん。ちょうどここにね干渉しないぐらい閉まった時はいはいはだから厚みも出ずにドアもちゃんと閉まりました。い。いいよ。完璧や。はい、じゃあここつけて終わりや。はい、あとはこれをつけてよいしょ。無事ドアもつきました。はい。はい、こんな感じです。いいやん。いい感じ。一応ね、ここにカーテンつけて、この辺まではカーテンで隠れるので、うんうん。なんかちょっと可愛らしい感じになるんじゃないでしょうか。いいいい。ちゃんとドアも開く。じゃあ待ちます。よかった。はい、はい大丈夫です。完お疲れ様、ありがとう。イエーイめっちゃいいやん。成。いいね。プロだよ、仕事が。やった。はい、じゃあ本日はよろしくお願いします。じゃあドライブレコーダーミラー型をつけていきますが、はいこれにねついてるコード、バックミラーのコードが短くて乗用車用のタイプで、このねハイエースというか長いバンタイプのものを買いました。なんでこれをまず後ろまで引っ張っていきます。はい、あと買ったのがね、これね市販のものだとシガーソケットを潰さなきゃいけないんだけれども、今回これをね追加で買って、はいヒューズに取り付けるようにします。はい、なのでシガーソケットが潰れずに済むっていう、はいつけていきましょう。ちなみに私たちは壁の一番上の施工前にドライブレコーダーを取り付けました。ドライブレコーダーの配線をこの上を通してここに出したいと思います。配線通しをここに入れると、よいしょ、こっち側につながってます。ドライブレコーダーのものが出てきます簡単。あ、よし。オッケーこれぐらいだといけるかな。うん、いけるいける。ね、ありがと様になってきた。う。うまくなってきたね。すげえ取り付け簡単。ね、簡単やな。じゃあ常時電源取れるようにはい。つけていきますが、はいですね、ここ覗き込んでもらえると、ここにね、これフューズボックスがついてて、はい。これを取り外すと、見てください。見える？お、いっぱい出てきた。フューズが入ってるんですよ。はいはい。でここの24番というやつのアクセサリー電源にこっち側の赤い方の線を挿して、で9番のところにこっちの常時電源の方に黄色をへ挿します。最後この黒線をボディアースにつなぎます。はーい。はい、じゃあお願いします。今からこのフューズボックスのフューズ取って挿していくんだけど、ハイエース実はね、ここにいくつかフューズボックスあって、うんこうエンジンルーム開けて、はは。ここ見るとここにもねフューズボックスそうなんや。ついてるんだけど、このフューズを取らなきゃいけないのよ、こっち側のね。でそれを取るためのピンセットがここについてる。そうなんや。そうすごいね。はい、これで取っていきます。はーい。はい、じゃあ24がこれや。よし。で24の方によいしょ。赤い線。よし。次9。
はい。あ、そういうこと。それを抜くときにピンセットがいるのね。そう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 。ちゃんと見えた。結構ピンセット使えるよ。ほんまやな。うん。よし。で、よいしょ。うん。で、このボディアースはうん。ここら辺かな。これちょっと緩めて、うんうん。ここにボディアースを。そうなんや。だんだん音が変わるんですよ。これはまだ全然直る。来ました。勝ちです。入りました。ありがとうございます。すごい。はい。じゃあモニターチェックも OK だったので、貼っていきます。すげえ。しますか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここを作っていきましょう。これ結構大変だよ。そうやんな。なんかイメージは、このもともとついてたやつがあるんやけど、これは使うけどちょっとめっちゃ汚れてるから汚いもんな、穴開いてるし。そうなんでこれを下地にして、こういう綺麗な板を買ってきたんです。はいはい。でこれを下地にこれをはめて、でここにレザーをつけて、中にパーフェクトバリアを入れてふかふかなクッションみたいなやつを作っていけたらと思ってます。いいね。頑張ろう。ちなみにここはね、これね、このスイッチとこのライトもね、出してあげなあかんから。そうそうそう。あとここにドアがついてる。そうそうそう。開けるとこ。はい。結構難易度高いです。くり抜いてあげなあかん。はい。頑張りましょう。
全然大丈夫だから自分の好きなところ。そうかなで。よし。どうでしょう。うわすげえ。はい。めっちゃいい感じ。もふもふ。ね。うん。寄りかかっても全然気持ちいい。せやんな。つけれるか。よし、つけよう。うん。よし、出来上がり。よっしゃ。さよなら。よいしょ。これ視聴者さんがプレゼントしてくれたんですよ。嬉しいね。嬉しい。これ変えたいなってずっと思ってた時に連絡くださって、めっちゃ嬉しい。いいね、いいね。ねえ、全然違うよな。ちょっと変わるだけで。よいしょ。おー、いい感じ。いいな。ね、ここもレザーやからうんうん。あ、これは嬉しいね。嬉しい。おー、いい感じ。これで引っ張って飛べるっていう。一気に雰囲気変わったね。ね。やったー。はい、じゃあこのカーテンレールをつけていきたいと思います。はい。万返しする上で必須ですね、これは。ついた。おー、カーテンついた。地味に大変なあれやな、カーテンって。つけてみるか。はい。イエーイ、いい感じ。
はい、ついにもうこの時が来ました。私たちの長く続いたキャンピングカープロジェクトなんですが、最後の塗装でございます。はい。もうこの白いハイエースは見納めになります。まあね、当初塗装する予定なかったんやけどね。やっぱやってると欲が出るよね。はい。でね、私たち DIY ずっと横浜にあるシェアガレージモビラボさんを利用させてもらってたんですけど、そのモビラボさんがねちょっとスプレー塗装がちょっとできないガレージになるので、今回私たちのお友達が新たにオープンされた岐阜の86ガレージさんに来させてもらいました。はいお言葉に甘えてねまあいろいろと準備されてるところなんやけど、めちゃくちゃ素敵なガレージで、はい、第1号のお客さんでございます。なんやったらね、主よりも先にここで何かをやるっていうなので早速塗装していきたいと思います。はい。じゃあね、今回の手順を説明していきたいと思いますが、もうねめちゃくちゃ調べますよ、わかんないから基本的に今回使うのが宝塗料のビスケットっていう水性塗料を使っていきます。で、宝塗料さんの説明書を見ている限りだと、やすってで脱脂して、でもうこれを筆で塗っていくって感じなんだけれども、まあいろんな人のをね見ていて、まあちょっとやっぱりなんていうのかな、綺麗に塗りたいっていうのと、長持ちさせたいっていうのがあって、まあそれでいろいろ調べてたら、まあこの方法に行き着きましたっていうので、今回それでやっていきたいと思います。で、やり方としてはまず足付け、やするのはちょっとね今汚れてたりもするから、このクリーナーシャンプーを使って600番のこの研磨パッドでゴシゴシやっていきます。でこれで足付けしていって、だから足付けと洗浄を一緒にやっていく感じかな。それが終わった後、見てください、こっちがいろいろ並んでるんだけれども、洗ってった後にこのシリコンリムーバーで脱脂を、塗料が乗りやすくします。その後下地になるバンパープライマーとプラサフっていうのがあるんやけれども、バンパープライマーはこっち側の、言ってしまえばなんていうの、樹脂みたいな方の部品に使うもの、でプラサフはこっち側、車体やね。車体の方に使います。でこれは次に塗る塗料が剥がれにくくするために塗ります。で基本的に4回塗り、大変ですよ、大変やな。4回塗りで、なんでいっぱいこのプラサフとバンパープライマーいっぱい買ってあります。今回ね色をつけるのが、ラバーチッピングと、マットブラックと、あとは普通のブラック、まあ艶ありブラックだよね、さっき説明したビスケットがあるんだけれども、これをどう使い分けるかはこれからのお楽しみ。そうだね、出来上がってからというところで、塗装はペンキ薬を使います。どうなんだろうね。ね、これいいっていうね評判を聞くからね。楽しみ。でこいつですよ、見てください。このね、買っちゃいましたね。買っちゃいました、オーバーフェンダーっていうのと、あとはハイエースのロゴ、ロゴのエンブレム、あとこれね後ろのミラーのやつ、あ、そうだね、ミラー取るからそれ塞ぐねんな。やっていきましょう。足付けから、頑張りましょう。結構黒いね。ね、汚れも一緒に落ちてるから、ああ。でもマジでどこまで傷つけられていいのか分からないね。見てください。やすりました。やすりました。ただね、これ86ガレージのオーナーに甘いと、こんなんじゃないよと、ちょっと今から実演します。お願いします。白の下のあれが出てきましたね。これが目指すべき足付けの、まあただね、ここまでいかなくても大丈夫は大丈夫なんですが、まあ、本人たちがどこまでするかというところで、どこまでしますか。目指しました真っ黒に回しようか。しかもこれね、傷ついてるように見えてサラッサラなんですよね。ね、これがマジでここまで持ってくと宝塗料でも取れないらしい。なるほど。すごいよこれ。気が遠くなるけど、まあここまで来たんでね。すごくない？すっごい綺麗よこれ。すごい綺麗なね。
でもさ分かりやすいね。わかりやすいわかりやすい。マジで白のハイエース買う必要なかったよね。ほんまに思っもったいなたねえ、白やからちょっと車体高くなったからな。はい、じゃあちょっと気を取り直してまずね部品関係取っていきたいと思います、これもね取った方が安りやすくなるみたいなのでやっていきます。もうまんべんなくやすってこはい、頑張ります。う。よいしょ。やっと取れた。大変。大変やな。大事やな。もう取れた取れた。あ、こいつだ。このネジだ。あ、外部充電ですね。じゃあ無事部品とかも外し終わって養生も終わったからやっていくか。やっていこう。はい、150の研磨剤買ってきたうん。のはで、目指すは全面これい。頑張ります。頑張ろはい、頑張りますう。。マジでこれで変わるからね。そうだね。やろう。やばいかもせん。全然。全然いかんやん。削れてはいるんよ、ほら。うんうんうん。無理や。あ、こっちの方が削れるわ。ああ、そうなんや。やっぱ80じゃないけど無理かな。へえ。はい、ちょっとね手でやってたんですが、もう多分半年ぐらいかかるので、ホームセンターでサンダー借りてきました。はい。なんでちょっとサンダーでやりたいと思います。で、どこまでやるかなんですけど、サンダーで削った後にさらに手で削ればここまで削れるんですが、ここまですると多分あと4ヶ月ぐらいかかるのでこの周りうんうん。見えるかな、ちょっと見える見える。ちょっと違うもんね。うん、なんかここが多分元々のボディの色で、これサンダーで削った後はこんな感じの色なんですけど、ここまで持っていきます。はい。後でねプラサフっていう塗料を塗るから、ここが削りすぎの分には問題ないみたいなので、はい、ちょっとサンダーと手を駆使してここまでやっていきたいと思います。ちなみにね、これ素手で触るとね、うん、ここはもうザラ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 で、ここもすごいスルーツルツルツルって感じだから、まあザラザラザラになるようにしましょう。はい、ここまで持っていきます。うん。左側と右側で分かりやすいね。わかりやすい。こうやって見るとちゃんと削れたんやな。ね
うわ、来た。つ、すごいね。うん綺麗。昨日おとといと2日間かけて足漬けができました。多分いい感じなんじゃないかな。うん。どう？いや、いいよいいよ。ね、もうだいぶ光沢もなくなって、うんなので次はこの600の安いで洗車していこうと思います。はい。大変やで大変。はいなのでちょっとヤスリ洗車というところで、はい。いや、このね、足漬けが一番重要やからね。ついで養生、ね。頑張ろ頑張ろう。はい、う。まずは天井から。頑張ってくれ。ほらついに養生終わりました。流行ったね、マジで。はい、でこの後はこのシリコンリムーバーで脱脂していきます。ここから早いって聞いてるからね。噂にはね。うん、噂には。なんで無事脱脂もできたので続いてはい。やっていきます。いっぱい。これ4度塗り？ 4度塗り。はい。すぐ乾くんやな。うん。一回やってみていい？いいよ。色あんま変わんないやろうね。うんね。ちょっとわかりやすそうなとこ。赤辺とかちょっとうんうんうん。こうすんねんかな。うん、押すで。全然わからへんよ。うん。これを4回ぐらい。そう、それを4回。はい。じゃあちょっとやっていきますか。だから最初はそんなにプシュープシュープシューで大丈夫。で2回目もまあずっとそれでやってればだんだん白くなっていくと思うから。わかった。はい。ちょっとこんな感じ？うん、そんな感じそんな感じ。昨日ね夜かかってプラス全部塗ったから、今日は1回線のヤスリでやすっていきます。はい。はい。そんなに強く休んなくていいみたい。なんか表面のあれを取るような感じかな。うん。そのもんでいいかな。そんなもんでいいよ。東京まで近づいてきたよやっと。ねえ。もうすぐだよ。ねえ。見納めだよこの白とも。ほんまやんな。貴重な白のハイエースやな、この色。ね。ちょっとこういう風に奥かかっちゃったところは、少し平らになるように、強めに。凹凸がなくなればいけるのかな。うんうん。
ついに塗装です。来たねこの時が。来ました。ペンキやつ。なんかいろいろついてる。じゃあついにはい車がこの色になります。はい。よいしょ。おー、楽しみ。ねビスケット色。はい。水。お、いい感じ。あんま入れすぎた。よいしょよいしょよいしょ。オッケー。じゃあついに運命の一瞬です。はい。はい。あ重要だよこれ。あ、もうこのハイエース見られへんのかなんか考え深いうん。わ。はい。いいやん。やばい。いい？うん。1回目の塗装が乾いたんですが、やらかしました。はい。大失敗です。でこっちはいい感じ。1回塗りってなんかこんな感じのちょっと茂原な感じがねいいみたいなんですが、一発目に塗っちゃったところがはい。見てくださいよこれ。ひどいよこれは。最悪で、原因はスプレーを近いところでやりすぎたっうん。ていうのかなと。あと長かったんやろうな、おそらく。うんうん。なのでどうするかっていうと、これをやすります。はい。はい、全部やすってやります。ほぼ元の状態に戻す感じだな。そうなんだ。まあ、ちょっと白い部分が見えるぐらいで、でまあ、こっちの方も結構ちょっと濃いんやけど、この分にはまあ大丈夫なんじゃないのかなっていうところなので、まずはこれをやすってから二度塗りというところで無駄な作業が増えます。やろう。はい、皆さん塗装するときほんま気をつけてください。なんかこれぐらいでやってたんやけど、これぐらいでいいみたい。うんうんうん。ね、結構話すね。感じで。ね、なのでやっていきましょう。もう頑張るしかねえから。リアルにやすりいるんじゃん。なんだ。うでもさ、多分あれだと思う。薄いからすぐ削る。ん。伸ばして削るのというよりもあれなんかな。よくないかな。よくない削るやつよくない。うん。今二度塗り終わったんですが、はい。やらかしました。2回目もやらかしました。これはすごいいい感じ。ねはい。なんですが、見てびっくり。見てくだひどいねこれは。さい。雨に打たれとる。で、こうなった原因は、こう一発目に塗ったんですよ。うんで、ペンキを薄めすぎたっていうのが原因で、あれやんな、なんかペンキ役についてる計量でそう20秒から35秒ぐらいだったらいいですよの20秒でいっちゃったよね。薄くて、薄くて。で宝塗料の 0% から 15% 薄めてくださいの 10% でいったよな。そうただ緩かったんです。そうで最初がだいたい 5% 強ぐらいの感じやったよな。だから 5% でいこうん、なので乾いたらまたここをやする作業からもう二度とせえへんと思ってたんですが、でも塗料が薄いからう。うんうん1回目よりはマシなんじゃないのうんかなって思ってうん。で1回目より早く乾くと思う。うん、薄いからね、うん。なんで
皆さんも気をつけてください。塗料の希釈、めうんちゃくちゃいや重要です。はい、やってみて。おそらくね、失敗するであろう失敗を全部していってますから、ね。だから大きいバケツ買ってそこにもう宝塗料ぶち込んで、そうだねで水ぶち込んでもう一定の希釈でやった方が良かったな、勉強になります。あなた良くなりそう。うんあでもなんか良くなりそうな感じ重ねていけば。どうおうなんとかガラスは無事だ。油断するとそれがガラスにつく可能性あるからね。いいやんガラス出てきて。ついに黒に来ましたよ。はい黒に染めましょおお、あ、薄めてよかったかも。結構結構とろ濃度が濃いよ。う。いきます。はいあ緊張。いきます。はいもうちょっといっていけそうやけどほんまわからん。いけるか。もうちょい端から端まで綺麗に入れた方がいい。ここからそうここからもうその距離からこうやってこの低空姿勢でここの角度までいくよ。うんじゃあこの下ははいラバーチッピングでやはいりたいと思います。よしどんな感じになるかな。緊張やな。綺麗やからな。綺麗めっちゃ。いきます。はい。うわめっちゃいい感じちゃう。いい？あ、いい。うんいい感じいい感じ。思い描いてた感じ。ね。ツルツル点よりこのぐらいの方がね。そう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 いいなって感じだったから、いいやん。じゃあ取っていくわ。うん緊張する。上まで行ってたら最悪やで。ねやばいバチバチかっこいい。やばーめっちゃかっこいい。いいやん。
ちゃかっこいい。かっこいいいいね。ほんまにかっこいい。いい感じ。外れたらショックやね。まあいけるでしょ。じゃあ左？ここでいい？うん、全然大丈夫。いいんちゃいますか。いいね。かっこいい。これだけ結構ね、光沢のある黒にしたから。磨けば磨くほどどんどん綺麗になってくる。無事終わりました。すごい。めっちゃ頑張った。想定のね2倍ぐらいかかった。いや、ほんま、すごいよ。いや頑張ったよ。頑張った。ただね、めちゃくちゃこだわった。ね、愛着もめっちゃあるし、よかった。激励できたわ。ね、これでキャンプ行くのめっちゃ楽しみめっちゃだわ。楽しみ。やったね。ねうん、ルームツアーも楽しみだね。ねうん。はい、はい今回ね、本当にお世話になった86ガレージの主に来てもらってます。ありがとうございます。はい、こんばんは。ガレージの主です。本当にありがとうございまいえいえ、よした。くできました。本当に素晴らしいですあ。りがとうございます。ね、いろいろ困った時にね、的確なアドバイスをもらってめちゃくちゃ助かりました。本当にありがとうございます。こちら86ガレージでは、キャンピングカーの DIY についていろいろと軽トラックだったりハイエース等も作成しているので、ぜひチェックしてみてください。はい。はい、しかもね、この86ガレージのアルルさんね、はいめちゃくちゃ面白いショートを上げていて、TikTok、YouTube、インスタ、はい、上げてるんで、ぜひ皆さんも概要欄に載せとくんで、はいチェックしてみてください。もうめちゃくちゃ面白い。私が今一番推してるショートです。いや本当にね、明るいオーナーだったから、もう私たちも最後まで明るく頑張れて本当にありがとうございました。いえこちらこそありがとうございます。はい、無事中古のハイエースが立派なキャンピングカーに変身したところで、費用公開の時間です。
私たちにとってはね計算するたびに結構ジャン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 ってなっていったんですけれども、発表していきたいと思います。ちなみにこれ寄ってるのは、はい、ここにはい、ここに出すために寄ってます。はい、よろしくくだですさい。はい、で今回はねちょっと場所によってグルーピングしたので、その場所ごとに費用を出していって、はい、最後に総合計という風にお伝えできればと思います。はい、はい、じゃあまず、はい、この DIY で一番かかった費用は塗装、はい、はい、総額99,303円です。はい。でこれ塗装って言っても外装のねオーバーフェンダーとか含めた金額で、オーバーフェンダーがだいたい4万円ぐらいなんで、純粋に5万1000円ぐらいかな、塗装でかかったので、ペンキ屋くんっていうその工具を買ってるのと、あとは宝塗料のビスケットの6キロを買ったんだけれども、それ以外にもスプレー塗料がねめちゃくちゃかかった。でハイエース塗るってなったらこれねスプレー缶をプラサフで9本買ったりだとか、どこまでやればいいのかと、どのぐらいかかるのかわからないから、とりあえずちょっと多めに買っとこうっていうので買って、もうせっかく買ったんやったら使い切ろうっていうので使い切ったんですけど、それが足りたのかどうかそれともやりすぎだったのかどうかわかんない状態でとりあえずはやりました。はい、この塗装は結構お金かけた方だと思います。塗装が剥げてくるのが嫌だったっていうのがあったので、ちょっとね出し惜しみせずに、はい、お金をかけました。パーツごとに黒のスプレーの色を変えたりとかもしてたから余計に、はい、費用かさんじゃったね。はい、続いてベッドです。83,264円かかりました。でベッドはやっぱり木材が高かったです。でいい木材買った、そうラジアタパイン材の 18mm を購入したんですけれども、これが結構いいお値段をしたし、で思ってた以上に板がめっちゃ必要やったっていう。そう普通にベッド作るって考えたら、まあそうやんなっていう、それは多くかかるよねっていうでクッションの中のチップウレタンとかもクッションもそうですし、レザーとかもそうですし、やっぱりベッドはお金かかったかなって思っています。ただ、ネットとかで売ってるね、ベッドキットで簡易的に作るとかってなると、もっともっと安くで抑えられるとは思うんですけれども、やっぱりそのねこのハイエースに合ったベッドを作るってなって実際に満足のいくベッドが出来上がったので、まあ良かったかなと。そうこのテーブルで5展開ぐらいできるじゃない、でテーブルでしょ、でくつろぎでしょ、就寝でしょ、でカウンターでしょ、収納、5展開素晴らしい。5展開できるベッドなんて売ってないからねでなんかテーブルにした時になんか物置いてコップとかこぼすの心配っていう声もあったんですけど、ちゃんとそれ用にねお盆じゃないけどテーブルになるものも DIY したんでね、これはまあ今後の車中泊の時に出していこうかなと思ってます。続いて基礎作り、66,769円。でこの基礎作りって何っていうところなんですけれども、解体した後に断熱コートを塗ったりだとか、デッドニングしたりだとか、パーフェクトバリア入れたりだとかっていうものと、あとは床のコンパネ引いたりだとか基礎の板入れたりだとかっていうもので66,000円ほどかかりました。ここもね削減できるところなんだけれども、暑さ対策寒さ対策の基礎となる部分はしっかりやっといた方がいいって皆さん口を揃えておっしゃっていたので、ここも手を抜かずやりました。続いて電装、56,173円です。これ電装で僕たち、走行充電だとかバッテリーチャージャーとかいろんなものを入れたりしてるんですけれども、大きいものについてはレノジーさんからご提供いただいて、入れています。なので普通に自分たちで買ったらあと20-30万ぐらいは高かったと思っています。ありがとうございます。それ以外にじゃあ何かかったのって言ったら、こういうねライトだとか照明部分だとか、あとはケーブル、ケーブルがめちゃくちゃ高いんですよ。意外と高いよな。びっくりした、ケーブルこんな高いんだと思って、もう本当にケーブル泥棒って世の中にいて当たり前やなって思うぐらい高かったの。いやもう車作ってほんまに多いよな。そう思ったぐらい、ケーブルちょっと腰砕けるぐらい高かったな。びっくりしました。この DIY で一番びっくりしたのはケーブル高っていうのは間違いない思った所存でございます。続いてこの天井なんですけど 43,687 円でした。で今回私たち天井ちょっといい板使ってるな。なので横の壁よりもちょっと高めの板を使ったので、少しお値段が上がりました。木材も高かったんだけれどもね、この色を出すために塗料を 4,5 回塗ってるんですよ。
天井めっちゃ塗ったよそうで基本的に全体的に塗料は多めに塗りました、はいなのでその塗料代とかも結構かかりました。そうだね。ニスって高いよな。高い。ね。続いてキッチン棚、はい42,401円です。はい。でこれねこっち側にあるキッチン棚なんですが、やっぱり木材を、そうだねベッドと一緒の木材を使っているっていうのと、あとは引き出せるようにうんそのレールを買っていたりします。はい。で塗料も塗ってたりするので、うんうんまあそのやっぱり木材塗料代っていうのはかかりました。やっぱりレールがね、耐荷重100キロやったっけのレールを買っているから、そこが結構高って感じだったけど、まあまあね、仕方ないところですかね。はい。続いて床なんですけど、27,452円でした。はいで床は基本的にはコンパネとフロアマットとか、フロアマットを引くための糊とか工具とかでお金がかかったみたいな感じです。はい。続いて窓にかかった費用が27,011円でした。でこれはこの窓枠を作ったりとかカーフィルムを貼ったりですとか、後ろのドアを防ぐためにラバーシートを貼ってたりとかしてるんですけど、その辺にかかった費用になります。カーフィルムがね結構いいお値段しました。はいはいあと網戸も買ってるからね。そっかそっか、うううはい。なのでそのあたりの費用になります。ははいい。はい。続いて水道、はい25,019円です。はい。でこの水道についてはよくキャンピングカーで使われてるような、収納できるはい天板が、普通に物を置けたりするようなタイプのものを買っているので、結構それがねうんうんお値段がいいお値段しましたっていうのと、それを使うためにもろもろ備品うん。を買わなきゃいけなかったっていうので、はい、このぐらいのお値段になっています。はいあとはあれか10リットルのそうだねタンクもうんうん2個買っています。はい。続いて壁ですね。24,734円でした。はい壁はもう本当に主に木材とペンキですね。いやーここのペンキめちゃくちゃ高かったこれね。高かった。今でも覚えてるけどターナーのミルクペイント何個買いに行ったか。ね結構いいお値段やし、この白のペイント全然やっぱりニスと違って伸びなかったんですよ。だから想定してたよりも時間がかかったし、白ってやっぱり2度塗り3度塗りぐらいだったらもうどうしてもムラができてしまうんですよ。でなんか結構ねそのムラの感じが好きっていう方もいらっしゃるのでいいと思うんですけど、私はちょっと真っ白にしたいなっていうのがあったから余計に、はい、かかりました。でこれねプロの方だったら 2,3 度でうん綺麗にできるらしいんだけれども、うんその素人がプロに近づけるためにはどうしたらいいのか、もう丁寧に塗り重ねてくださいということだったんで、はい、はい丁寧に塗り重ねました。はいはい、続いて前天井、はい20,087円です。はいでここの天井とは別に前天井こう見えてるところ、うんここについては全部レザー張りにしたんですよ、うんうんうんでそのレザーとかあとはスプレーのりをそうだそうスプレー缶の111番っていうやつのこれ高いんですよ。高いもうスプレーのりめちゃくちゃ高いんですけどそれをふんだんに使って貼り付けました、はいここもね、経年劣化でそののりが剥げてきてしまうっていうのがあるみたいなんで、もう重点的にのりをいっぱい使って、そうだね。はい、丁寧に施工していきました。はい、スプレーのり高かったね。うんはい。続いてリアドアにかかった費用が17,031円でした。こちら主にレザーですね。ドアの部分もそうですし、その周りもレザーで結構囲っているところがあって、そのあたりに費用がかかりました。あと電気もつけてるしね、うんうん2つ。はい。でこのねレザー結構ふんだんに使ってるんですけど、何年証明書が取れるところで買っているので、お値段は高めなのかな、普通のレザーに比べて、はい。ただその何年証明書がついてるものじゃないとやっぱり車検が通らなかったりするので、そはいこは仕方ないのかなという、はい、必要経費だと思ってます、はい。続いてドラレコ 13,980 円です、はい。DIY に含めたんですが DIY 期間中にねドラレコもつけたんで、はい、DIY 費用に入れています、はい。続けてでその他もろもろねちょっと振り分けられない備品があったのでそちらの総合計が19,575円でした。はいはい。これどんなものが入ってるかって言ったら安全靴だったりとか、そうだね軍手だったりだとか、そういったね基礎となるねうちらの、はい費用です、はい。はい、以上がね、うん DIY でかかった費用になっています、はい。総合計はい。 566,686円ですどうなんだろうね。ね。ただ私たち今回クーラーつけてないっていうのもあるし、うん FF ヒーターをつけてないのもあるし、あとね車高を出したくなかったからソーラーパネルとかも今回は見送ってたりするので、はいこの辺りを付け出すともっと一気にドンとうん上がるんでしょうけどね。でも最初の予算よりかはうん、
少なめ少なめうんうんはい、だいたい100万ぐらいかかるのかなと思って、で組んでて蓋開けてみたら56万円ぐらいだったんで、やっぱりでかかったのはサブバッテリーシステムをレノジーさんに提供していただけたっていうのはめちゃくちゃでかかったかありなと思ってがたいねます。はいじゃあ続いて、はい車体購入費ですよはいゆうたさんの方からはい、このハイエース車体費用は110万ちょうどでした。はいはい、なんで全部トータルで合わせると、160万ぐらいでキャンピングカーが出来上がりました、はいで110万のこの車のうんスペックとしては、うんうん2区はいでガソリンはいで、2013年の12月にできてるんで4型うんですで DX かな、うんで走行距離が10万ぐらいか、そうだねはい、はいで色がホワイトだったんで、うんうんそこでまあ高かったかなってそいううのと、だねはいやっぱ話聞いてると全体的にハイエースの値段が上がってきているっていう話は、はい、されてました。はいはい、なんで塗装が一番お金かかったからそうだねそうなんで、色にこだわらずになんか自分たちのねうんその市場にね出回ってるよくあるさ、うんちょっと企業のそうだねロゴが入ってたりとか傷がちょっと多くついてたりついてたりとかなとこれ塗装どうするんだろうみたいな買った時に塗装一緒にしなきゃいけないのかなみたいな感じの車体を買ってくればもっともっとはい安く済んだのかなと思ってます。はいこれはね前回の動画でも上げている後悔してることと重要だと思ったこと10選みたいな動画を上げてるんですけれども、そちらの方も合わせてご覧いただけたらもっともっとお値段安くうんいいものが作れたんじゃないかなと思っています。はいでも結果的にね、うんやっぱり160万円で、はい自分たちの思いとか、うんやりたいことが詰まった1台しかない車ができたので、はいもう私たち的にはね大満足、はいしていますじゃあね次からはうん私たちがこの車で行った車中泊キャンプの様子の動画はをアップしていこうと思っておりますので、引き続き動画を楽しんでいただけると嬉しいです最後に私たちのお知らせになるんですけれども、メンバーシップ神村夫婦のサークルもやっていますこちらのサークルではメンバー限定のライブだったりとか動画を配信したり、私たちが行く車中泊キャンプのリアルタイムのスケジュールも公開しているので、たくさんの視聴者さんともオフラインでお会いできたらいいなと思ってやっております加入方法は概要欄に記載していますので、興味のある方はぜひ見てみてください。では本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。